皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年7月11日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。昨日に引き続いてという形なので、今日の話題は、やはり昨日の続きのコミュニティの話を中心にして行っていきますが、この放送中に取り上げてほしい話題があれば、コミュニティに書き込むというのもいいですし、またチャットの方でこれ取り上げてほしいなっぽい感じで書き込んでもらえれば、私の気になったっていう感じだと、うまく拾い上げていけるんじゃないかなと思います。さて、昨日生放送を行いましたが、今日のところは今のところ、喉の調子に特に問題もなさそうなので、普通に放送できるんじゃないかなと思っております。おもちパンダさん、こんにちは。やっぱりこちらの問題のくるくる激しいので、ご挨拶だけということで。通信環境によってはこの生放送もうまく見られないという方はいるみたいですね。私の方だと結局配信している側なので、あまり同行もちょっとできないので、うまく生放送見られないなという方は、保存動画の方、ご利用くださいという形になるしかないのかなと。ただ設定で、通信状態として悪かったときは、画質とかを落とすような設定があるので、そういったものを一旦試してみるのも手かなと思います。それとあとは、この放送が始まる前に、主天童子さんが今日誕生日なのかな。皆さんからのお誕生日おめでとうございますっていうのがあって、こういった風にして、皆さんからどんどん祝ってもらってください。なんだかんだ言って誕生日っていうのは何歳になっても、一年無事に生きてたんだなぐらいな感じで、お祝い事としては非常にいい話だと思いますので。よいしょ。はい。というわけで、こちら、コミュニティの方で話題募集。いつものようにしておりますので、積極的に取り上げてほしいなっていう感じの話題があれば、こちらの方を優先して書き込みをお願いします。昨日半分ほどもう大体済んでいるので、そんなには時間かからないだろうかなと思っております。そしてですね、こちらの方の話題に答えるに際しては、ニュース記事を用意している場合もありますが、ない場合もあります。そしてそれでは今日の最初のコメントをご紹介しましょう。アンモキョ619さんからの書き込みです。少し前の中国の大山原子力発電所での放射能漏れ報道ですが、その後全くニュースで見かけません。とあるユーチューバーさんはバイデンさんの息子さんが大株主だと言っていました。騒ぎになっていないのは中国当局の申し出通り本当に放射能漏れがないのでしょうか。それとも利権絡みで米国側もわざと騒がないのでしょうか。上川さんはどう思われますか？ということで、アンモキョ619さんから、これ少し前のニュースなんですけれども、原子力発電所で放射能漏れの問題がありますよというのが、中国の企業、中国側と組んでいるフランスの企業の方から、
こういった情報が出てるんだよっていうことで、広く世界的にも取り上げるようになりました。でも実際問題としてその後どうなったのかなっていうニュースについてはほとんど出ておりません。というのもですね、この原子力発電所での放射能漏れ事故なんですけれども、その後、じゃあこの事故のレベルがどのくらいすごいものだったかって言われると、そんなにじゃなかったよねっていう話で今のところは収まっています。ただしですね、この情報が本当にそうなのかどうなのかっていうのははっきり言って、確かめようがない状態です。何しろ中国はこうした問題に対してじゃあ国際的な査察を受けて本当にのところどうだったのかっていうのを、調査するかってなると別にしないので、結局のところ中国側がいやいやそんなこと言ってるけれど、欧米側のプロパガンダでものすごくひどい事故が起こっているかのように言っているけど、みたいな感じで、突っぱねるわけです。こういった形での突っぱねるっていうのは本当によくあることなんですよね。海外の方から指摘される。そして中国はそれ内政干渉だとか、欧米側の政治工作が行われていて実際はそんなことないみたいな話もどこかで聞いたような話なんですよね。それこそ新疆ウイグル自治区の問題であるとか、内モンゴルの問題、香港やさらにはチベット。これらの地区で行われている問題っていうのは大体海外から指摘されるんですけれども、同時に中国側がそんなひどいことは一切起こっていませんっていうことを言い続けているので、今回の件について言っても同じように本当のところどうなのかは確証が持てないけれど、少なくとも中国はこれ以上のことは起こっていませんっていうのを言って、そして確かめようがないっていうことになっちゃうんですよね。国際的な査察を受け入れるわけではないので。ここら辺かなりもやもやっとした感じで終わらざるを得ないところでございます。で、アメリカ側としてもこれをわざと騒がないでしようかっていうところなんですけど、結局、騒ぐための、その手がかり的な部分がないんですよね。大規模な放射能漏れ事故が起こっているんであれば、明らかにその数値として上がってくるので、放射線測定量がものすごいこの近辺でぐわーっと上がってますよみたいなのが出てくれば、これは確実に起こってるなっていうのがわかるわけですけれども、その施設内だけで収まっている分については、結局その施設の中を査察しない限りは、わかりようがないので、ちょっと騒ぎようがないんですよね。中国の強みっていうのはそうやって何か問題があった時にも、自国内だけで無理やりギュギュッと押し込んで、外に漏れないようにするっていうことができる国なんですよね、制度的に。ここが他の国との最も大きな違いのところで、日本だとそういったものが起これば、それこそちょっとでも確証ものなら、後からものすごいつつきまくられて、行政の判断として、その後の原子力政策ぐにゃっと180度転換とか、いうことが起こるわけですけれども、中国の場合だとそういうふうにして自分たちにとって都合の悪い情報についてはもう一切出さないと決めたら、実際問題、外からは探りようがない状態になってしまうんですよね。よいしょ。で、これに関連しては、バイデンさんの息子が関わっているのかっていう話をされても、多分これはですね、バイデンの息子っていうのは結局のところ、中国側からアメリカに対しての、いわゆる、なんていうかな、何かあった時の取っかかりとして用意されている人材であって、決してなんかバイデンの息子が、金で籠絡しているからといって、それによって、中国側の政策が変わるかって言われるとそういったわけではないと思いますね。あくまでも、テーブルの下で行われる交渉で役立つ人材であって、テーブルの上、一般的な国際的なニュースの中で彼が出てきて何かそこに影響するっていうわけじゃないというところですよね。そもそもこの件で言えばアメリカじゃなくてフランスの方の関わりが大きいので、バイデンの息子がいようといまいとフランスは別に気にしないですからね、そのあたり。例えばこのフランスとアメリカの関係で言うと、それこそアメリカとしてはいろんなものを欧米の方に押し付けたいっていう風な話になった時に、欧米って言ってアメリカからフランスに何か押し付けたいってなった時に、フランスっていうのは基本的にアメリカ文化に対しては、いやいや、そのアメリカの押し付けられているものに対しては基本的にはまず反発するところからスタートするっていうのが、これまでの文化的な歴史なので、そういったこともあって、
今回の件で言うと、バイデンの息子がっていう話になった時、フランスにしてみればむしろ騒ぎたくなるぐらいな感じですよね。イメージ的に言うと。バイデンの息子が、関係があるからって言ったら、そこをむしろフランスとしてはつっついて、アメリカは一体何してんだぐらいな感じで、ガツンと言いたくなる。そういったこともあるので、そういった事情があるフランスが黙ったっていうことは、ある程度中国側との話し合いが終わっちゃってる状態なんだろうなと。そうなるとなかなか表に何か出てくることは今後ちょっと期待できないなと思いますね。よいしょ。なので憶測としてはいろいろ言えるわけですけれど、多分確証的な事実として何か出てくることは今後もないんじゃないかなというのが私の見方でございます。なので YouTuber 的にはこの件をあれこれ憶測をしてうまい具合にして再生数を稼ぐ人はいるかとは思うんですけれど、実際問題としては多分何にも変わらないんじゃないかなと思いますね。よいしょ。なかなかですね、この原子力政策っていう意味で言うと、中国っていうのは非常に、なんていうかしたたかなんですよね。中国の場合だと、原子力発電所をこれからもどんどんと作っていきますよっていう方向になってます。で、一方で日本では新しく作ることはほぼほぼ政治状況的に無理なわけですけれども、この2つの方向性の違いによって残念ながら今後の経済的な状況も結構左右されるんですよね。何しろ原発っていうのは大電力を安定的に発電することができる施設としてはこれまで評価されてきたわけです。で、問題なのは東日本大震災のような何かが起こった時問題ですよねっていうところから原子力発電所をやめましょう。そして原子力廃棄物の処理も大変だから日本だとこれはもうやめましょうっていう話へと向かったわけです。一方で中国の場合だとですね、こういった問題についてあんまり気にしないでいい国なわけです。そもそも国土がものすごく広いので、放射性廃棄物質については人の住んでいないところに捨てればいいやっていうのが、非常に簡単にできますし、事故が起こったんであれば、その事故についても隠蔽することがある程度可能な国と。で、ここ最近の中国のこの原子力技術については基本的には、おせおせどんどんで推進している関係で、むしろ、非常に進みつつあるっていうことが現実としてあります。中国は例えば核兵器の利用なんかももう結構昔から進んでいる国なので、この原子力関係の技術というのは決して侮ることができないっていうのが、要注意なポイントです。で、中国でも地震はあるんですけれども、日本ほど頻繁にあるものではないので、そこまで安全基準として高く、設定する必要があんまりない国でもあります。そういった意味で中国がこの後原子力発電所をガンガン立てていくと何が起こるかっていうと、安定性を持った大電力っていうのを背景にして電気代っていうのがある程度安くすることができるだろうと言われています。日本だと、どうしてもですね、今の高い、安全性を維持したまんまだと電気代っていうのはむしろ高くなるだろうって言われている段階で、一方で中国においてはこれからどんどん電気代が安くなるだろうって言われているので、この製造業っていう意味では、なんだかんだ言って日本でものづくりは難しくなる。一方において中国においては、電気代が安いことを理由として製造業っていうのがある程度今後も発展し続ける可能性が高いというふうに言われています。だからこういった話をすると、中国の方に分があるなっていうのが見えるのはちょっと残念なところですよね。日本でもこの原子力発電所について言えば、新しく作るのは難しくなるにしても、日本ではすでに存在している原発の改修工事なんかはどんどん進んでいるので、私はもっと動かせばいいのになっていうふうには思うんですけどね。このあたりは人それぞれ見解は違うところで、もう今ある原子力発電所いくら地震対策を万全にしたからって言って、いや万全なんてものは存在しないんだ。そして放射性廃棄物質が出る以上こんなもん使うなっていう人たちは結構います。そしてそういった人たちの行為をもとにして、今ある原発についてもなんとか動かさないようにしましょうっていうところから高い電気代を今後も続くしもっと上がるかもしれないしってなって、日本の製造業としてはこの高い電気代をちょっと支払っていくのは厳しいな、もっともっと他の国に工場を移さないとなっていうふうにして、日本国民が結局日本企業の製造業を外に追い出してしまうみたいな状況が、今後続くかもしれません。ちょっとこのあたり私としてはもうちょっと
なんていうかな、この現実的に原子力発電所を使っていく方向でもうちょっと世論が変わってくれたら嬉しいのになとは思います。まあそんな感じのことを私は思っております。まあ、というわけで、アンモキオさんの話から、まあちょっと話はずれてきましたが、まあこの原子力発電所一つを取ってみても、まあ中国のこの情報統制の強さっていうのをまあ見せつけるような出来事だったと私は思ってますね。よいしょ。さあ、それでは次行きましょうか。総雲教さんの書き込みをご紹介しましょう。昨日からなんですけど、もしかしたらですね、書き込みが途切れているのは私が単純に文字をでっかくしすぎているせいだなっていうのをちょっと気づいたんですよね、今日。まあ昨日他の方の書き込みをご紹介した時になんか最後の方途切れていますっていう話をしましたけど、単純にそれは私が画面の文字設定をガンガンに大きくしていた関係で表示されきってなかっただけみたいでございます。まあというわけで、気にせず今日も行きましょう。総雲教さんの書き込みをご紹介します。小池都知事が仮病等と言われていますが、彼女は本物の病気だと思います。1、舌が2枚ある多舌症、耳鼻咽喉科。2、面の皮が厚い抗がん症、皮膚科。3、お腹の中が真っ黒な腹黒症、内科。4、おへそが曲がっている極へそ症、皮膚科。5、プロメンテーリスト。木下富美子都議についてもまるで人事のように言っているあたりはサイコパス、精神科のようです。このようにいくつもの科にまたがった病を患った人を仮病等と言ってはいけません。というわけで、総雲教さんの書き込みでございました。まあ、小池都知事が果たして仮病だったかどうかっていうのは結局のところ、今のところ、確かなところはわかりません。結局本人がまあ病院に行って、体調が悪かったんですよって言ったら、まあそうなんだろうなとしか、まあ言いようがないんですよね。まあこれは私が診察しているっていうような、お医者さんが出てきて、あれは仮病ですってはっきり言うんだったら、仮病だなってわかるわけなんですけど、まあなかなかそうは言えないと。で、そのぐらいの意味で言うと、結局のところ政治家っていうのはある程度そのような面の皮の厚さっていうのがないことには務まらない職業なのかもしれません。少なくとも、まあ、そのぐらいの二面性を持っていないと、ある場面においてはものすごくいい顔しつつ、ある場面においては全く違うような話を、まあ普通にできる。あれ、以前と全く言動変わっているじゃないって突っ込まれても、今は今ですとさらっと言えるぐらいの人の方が、まあかえって世間としては、まあ自局を読んでいる、まあ受けがいいみたいなことを、まあ感じるのかもしれませんね。つい最近だと東京都議選において、まあ彼女では、まあ、その直前に、まあ、病気じゃないですけど、まあ、体調不良を理由にして、一時期仕事から公務から離れたわけなんですけれども、まあ、東京都議選の最終盤においては、ふらっと戻ってきて、まあ、皆さんよろしくお願いしますね、みたいな話をして、で、このことがですね、選挙に対する影響としては、いわゆる、東京都知事めちゃくちゃ頑張っていたのに、疲れてたんだね、大変だったねっていうねぎらいの言葉で、この、都民ファーストの会に対しては同情票が集まったのではないかというふうに、分析されている記事なんかはよく見ますね。まあ、このあたりの話っていうのは少し以前、まあ、生放送の時でも言いましたけれど、テレビを見ているだけのその情報の取り方をしている人たちに対しては有効なんですよね。インターネットを見ていれば、この東京都っていうのが本当にお金をものすごく無駄遣いしてますよっていう状態の、もうなんだったら小池さんの時にこの今ある貯金を全部吐き出してしまえばいいや、後のことなんか知らないみたいな感じになりつつあるのも、まあ指摘されているんですけれど、まあそういったことはテレビではまあほとんど報道されないので、まあそのあたりがですね、まあ情報のどこを捉えて報道されるかっていうのをある程度計算し尽くしているんじゃないかなというふうに言われてますよね。よいしょ。まあお腹の中が真っ黒な部分っていうと、まあ政治家ではそういった人が圧倒的に多いと言われているので、まあよくあることなのかもしれません。まあ少なくとも仮病かどうかっていうのはちょっと私には断言のできないところですよね。まあ断言できる人の方が YouTube の中では、まあ受けがいいんだろうなっていうふうに思うわけなんですけど、私も
まあ思うんですけど、同時に、これ断言できないよなって、私のその中途半端さはそこにあるんだろうなとか、ちょっと思いますよね。よいしょ。さて、次行きましょうか。今日も一日ガンバイデンさんの書き込み、ご紹介します。そうそう、それで東京都議選のことについて言うと、どなたかもう一方ぐらいが、ちょっと待ってくださいね。この件について書かれていたと思うので、合わせて、ご紹介しましょう。まず東京都議選に絡んでの、その他の書き込みをご紹介。ミキさんの書き込みをご紹介します。上川さん、いつもためになる動画をありがとうございます。無免許事故都議会議員が爆誕したり、テレビの繰り返す報道が民意となり、押し切られてしまう政治にがっかりすることがありますが、政治の質は国民の質と思うと、絶望とともに自分も大人の一人と立ち返り嫌になります。政治家の選挙のためのシルバー民主主義やテレビの世論形成への影響についてどのようにお考えですか？ 4 上川がわかるニュース解説 KK ニュースネット C。さて、ミキさんの書き込みありがとうございます。この無免許事故都議会議員が爆誕という話については、まあ動画にしましたが、その後もですね、一人会派という形で、議員を辞める気は全然ないですよっていう、まあ意見は発表してないんですが、態度、言動としては、この人はもう、まあ先ほども出てきた面の皮の厚さの話がありましたけど、まあこの人もその同類なんだろうなっていうのを感じさせる人でしたよね。まあ、例えばですね、免停期間中で免許が手元に戻っていないのに、それにもかかわらず免停は終わったと思ってましたって言って運転するっていうね、もうありとあらゆる面で間違ってますよっていう、免停期間が終わるかどうかの話について言えば、もう運転免許証が返ってない時点でまだ免停期間中だってわかるし、免許が手元に残ってない状態のにもかかわらず運転するっていう免許不携帯っていうものも全く気にせず運転するっていう、その法律を守る気ゼロですよ宣言なんかもあって、それでいて議員を辞める気ないっていうね、なかなか恐ろしい人だなと。で、東京都議会の中ではこうした無免許運転のその人身事故っていうのを起こしたとしても、それを理由としてで、強制的に当選の取り消し等はできるような、そういった規定はないんだそうです。なので自分で辞めるように、まあ東京都議会でそれこそ採決してみんなの意見ですよ、これっていうのを採択したとしても、まあそれによって本人が辞めるかどうかとなると、まあ自分の判断でお願いしますっていうことにはなるようです。まあなかなかこの法律を破ってるのがこんなにも歴然なのにもかかわらず、もう議員を続けられて、しかもその議員としてやっている間はまあお金がじゃんじゃん入ってくる状態なので、まあ東京都議会の議員っていうのはそれこそ、まあ一般社会で言うと超エリートサラリーマンクラスのさらに上のぐらいの、まあ給料っていうかまあ収入になるんだそうです。だからこそもう何としてでもやめないぞっていう、まあそういった風にして、私としてはもうお金以外の理由じゃないなと思いますね。本当にお金のためにもう政治家やってますっていう状態の人なわけですよね。まあ、でもね、こういった、いわゆるもう人間のもう真っ黒な部分を見せつけるような人が、まあ政治家になっていて、そういった人が、この都民ファーストの会の中では、まあ一応要職にあった人なわけで、まあ恐ろしいですよね、そういうことを考えると。一体何のためにこの人政治家やってたの？本当に何か世の中を良くしようとでも少しでも考えてたのかなというふうに思っちゃいますね。もう大体もうお金のために政治家になっただけじゃねっていうツッコミの方が、まあものすごく的確なんじゃないかなと思ってしまいますね。ポチッとな。MT さん、東京都議会議員の報酬は年に2400万円以上、そうなんですかっていうことなんですけど、まあ確かそういうふうに報道されてたと思いますね。一般的な給料部分であるお金以外にも結局政治活動をするための、経費としてのお金がもう出てくるはずなので、そういった意味では、まあ全体としてそのぐらいにはなるだろうと言われています。で、この年収2400万円以上っていうのは、それこそサラリーマンで言うと、まあ上位の 1% ぐらいのそのぐらいのレベルなはずなので、本当にほとんどの国民にとってはもう全く縁のないレベルの超高級取りなわけですね。まあだからこそ何としてでもやめたくないって思う
っていうところですね。結局、議員になったら次の議会選挙があるまでは基本的にはまあ続けられるものなので1年だけじゃないですからね。もうだから絶対辞めたくないっていうふうにやってるんだろうなっていうふうに私は見てますね。雨の中の熊さん。炎上商法で無所属のまま見事任期を全うしたという人もいますよね、というところです。まあ確かにそういう方向性で、今後も活動したいんだろうなっていう思いますね。まあ結局これでなんていうかな、炎上しているのをなんとかやり過ごせばなんとかなるやって思ってるとしたら、まあ、それはかなり間違ってるんだろうと思いますけどね。私はずっと延々と言われ続けるので、まあ、さすがにそれには耐えれんだろうなと思うんですけどね。また、ただ私の考えはちょっと甘いかもしれません。もう1年2年言われ続けても、だからなんだっていう風にして、もう議員を続ける可能性もありますからね。まあ、こういった人っていうのは、それこそ、まあ、一般的な批判に全く気にしないぐらいのレベルの腹黒さがあるかもしれません。パープルさん。そして掲げたのが SDGs っていう。この SDGs っていうのを頭にくっつけた会派名っていうのは本当恐ろしいですよね。なんか今の世の中の風潮からしてこの SDGs、まあ持続性のある社会を築いていきましょうねっていう言葉が、まあひたすらマスコミで連呼されている状況なので、これをまあ見事に逆手に取ったつもりなんだろうなっていうところですよね。まあ結局のところ自分の議員生活を持続することを目的とした会派っていう意味では、まあある意味では合ってるかもしれません。まあ恐ろしい話でございますが。よいしょ。ふみふみさん、公務員が低収入だと賄賂社会まっしぐらだし、危機感ということですけど。まあ、まあ議員は別に公務員っていうわけではないので、ちょっとそこは分けて考えた方がいいと思うんですけれども、公務員が低収入だと賄賂社会まっしぐらっていうのはまさにそうなので、ちょっとこの話とはちょっと別なんですけれども、議員の本来であれば収入っていうのはそれに見合った仕事をしているんであれば別に問題はないわけです。ほとんどの場合だと。問題なのは結局のところ、この人みたいに本当に仕事する気あるのっていうところですよね。都民ファーストの会っていう結局政治勢力に名前を連ねていることによって、なんとなく議会の中で多数派を取れるか取れないかみたいな、その時に結局自分たちの派閥の中だけで選挙出ました。そして受かりました。そしてまあお金をもらいましたっていうような形で、目的としてなんか選挙に勝つことが目的で、結局、まあこの場合だと東京都議会議員なので東京を良くしようっていう志はなかったとしても、まあ政治家としてまあ当選してしまうことの方が問題なんですよね。日野江さん、都民ファーストって何の実績があるんだっけっていうことなんですけど、結局のところですね、まあ小池都知事がまあ誕生した時に、まあ時間は遡ると、アンチ、自民公明いわゆる与党系の、反対側の勢力ですよっていう位置づけで票を受ける。まあこういった形になっていました。まあ国政レベルで言うとどうしても自民党公明党っていう与党に対して野党系っていうとまあ立憲民主党共産党、日本維新の会みたいな形でですね、ある程度、信頼できない野党状態なので、まあ、それこそ国政レベルだと無党派層がまあ 40% とか 50% ぐらいに迫っている状態なんですけれども、まあ東京都議会だと、その無党派層の受け皿になりますよっていうのを標榜して出てきたのが、都民ファーストの会なので、結局何ができたのかっていうところよりも、結局批判票の受け皿っていうのが、まあ一番のなんていうかな、売りかなっていうふうに思いますね。なので自民党のその大ボスの人たちっていうのを名前を挙げて、あの人たちがやってることっていうのは本当に、まあ、福間伝、もう中で何やってんだかわかんねえけど、なんか腹黒いこときっとやってるだろうみたいな感じで、まあ言って、実際、きっとそうだって思う人たちのまあ票を集めるというところですよね。まあだから自民党に投票できないし、だからといって立憲や共産党に投票できないっていう人たちが、どうしようかなってなった時に、
私たちの党は自民党、公明党、立憲や共産党とは一線を画す政治を行いますって言ってるところに票を投じる。そしてある程度の票数を持つ。そしてその、小池都知事とのなんていうかな、支援団体的な色合いが強いですよっていうのも、ある程度彼らにとっては売りになっているっていうところですよね。実際問題、じゃあ、小池都知事がすごく何か仕事してるかって言われると、私にはとても仕事しているようには見えないんですけどね。だからこのあたりは、なんていうか、評価と評判、このあたりがその、東京に住んでいる人たちの感覚と、私のズレがちょっと大きいのかもしれないですよね。なんでそんなに支持する人がいるのかなっていうのはちょっと思ってしまいます。ポチッとな。といったわけで、他の方も誰かが、書いてたような気がするけど、あった。小松千代さんもこの件について書かれてますね。ご紹介しましょう。木下議員辞め、つもりなく議員また4年新党立ち上げ税金しがみつく無念な生活にして道徳精神ない政治家なんとかなりませんか？小池百合子さん責任はないですか？というわけで、この小松千代さんも、この件について言及しておりまして、木下議員が辞めるつもりないですよ。そして議員生活このままだと4年間しちゃいますよ。新党立ち上げによってこの恩恵を預かっている人ですよ。こういった風にして一般の人たちの生活感覚と明らかに違うところで政治家になっちゃってる。これなんとかなりませんかと。小池百合子さんに責任はないんですかっていう、こういったご意見なんですけれど、この小池都知事の、なんていうかな、したたかさっていうのは、非常に今回の件でも際立っていて、都民ファーストの会っていうのは、東京都知事にとっては支援するような存在なんですけれども、小池都知事も実際問題を、選挙の応援演説に出ているにもかかわらず、あくまでも自分の党ではないですよっていう体を取ってます。だから、この誰を立候補するのかっていうのはあくまでも都民ファーストの会で決めたんであって、小池都知事が誰々が出るように、調整しなさい、この人ねとか決めたっていうわけではないっていう風にして、この問題っていうのを自分からは切り離しているんですよね。だから責任追及はなかなか難しいんじゃないかなと思いますね。本来であればこの都民ファーストの会の中で誰を、立候補させるかっていう段階でやばい人だっていう、こういった人物については、最初から削除していかなければならなかったわけですけど、結局のところなあなあで自分たちのやっている仲間の中から出しているから、こんな人でも普通に立候補してしまう、そして当選してしまうっていう、そしてそのことは、選挙民の人たちにとってみても、わからなかったというところですよね。恐ろしい話ですけど、情報マンっていうかな、選挙が終わるまで隠されていたってところが、一番痛かったですよね、この話は。ポチッとな。さて、その他ですね、同じような問題で書かれている方は、こちらはちょっと木下議員からは離れるんですけれど、小池都知事の話で関連していきましょう。音差 300Hz さんの書き込みをご紹介します。小池都知事の件ですが、彼女は小沢一郎、二階俊博と合流して新党を結成し、次の衆議院選挙に出馬する可能性はあると思いますか？それに対する、ともさんの書き込みも一緒に見ていきましょうかなと思いましたが、ちょっとこれめちゃくちゃ長かったな。興味のある方はちょっと、後でともさんの、書き込みを見てください。ちょっと紹介するには思い切り長かったので、ちょっと、省略させてもらいます。開くまではどのくらいの長さかわからなかったんで。さて、小池都知事の今後の話なんですけれども、おそらくですが、彼女としてはオリンピック期間中、その開催することが、一つ名誉として、自分に箔がつくんじゃないかなって思っていたんじゃないかなっていうのが、私の考え方で、オリンピックが終わった後の東京都知事に多分未練はないんじゃないかなと。そういった意味では政界に戻る、国政に戻る可能性がちょっと高いんじゃないかなっていうふうには思っています。よいしょ。
東京都知事っていう仕事をしていることは、結構な、予算規模から言うと、ある程度の規模の国家元首レベルの予算を取り扱うっていうことができるので、そして、自分がその組織の、長ということもあって、日本の中では一番、人口の多く、予算も多くっていう意味で言うと、非常に魅力的なわけですけれども。ただし、彼女のその野心的なところで言うと、果たしてそこで終わるような人なのかなというふうなことはちょっと思いますよね。よくある陰謀論ですよって言われることもあるわけなんですけども、ただ最終的には国政の方に戻っていきたがる人なんじゃないかなという感じですよね。で、その時にじゃあ二階さんとどういう風な関係性になるかっていうと、多分お互い相手を利用し合うような形での関係っていうのが考えられるわけですよね。何しろ国政に戻っていったとしても彼女を支援するようなまとまったグループっていうのが存在しないと、彼女にとっては戻る意味がないわけです。だから二階さんとのつながりでもしも戻ったんだったら私を押してくれるよっていうある程度の確約というか密約というかそういったものがない限りは戻っても、浮いてしまって特に何もできなくなるので、それだったら国政に戻っても意味がないなと思うわけですよ。だから、二階さんとのつながりにおいて、ある程度押してあげますよっていう話があれば、国政に戻る可能性の方が、どんどんと高くなるっていうところですよね。そういった意味では、このオリンピック後に、衆議院選挙が行われるっていうのは一つ、時期的にも彼女にとってはもしかしたら、くら替えという可能性がなきにしもあらずというお話でございます。そうやって国政の方に戻る手がかりとして、二階さんとの関係が良好ではないようであれば、このまま東京都の都知事を何期でも続けてやるわっていう風になるかもしれません。実際問題権力としてはですね、国政の方でうまくいかないっていうのがある程度見込みが立ったならば、東京都知事をやった方があるかに、すごい権力を持った状態で、過ごすことができるので、彼女にとっては政治家冥利に尽きるという展開も、十分あるわけですね。なので可能性としてはどちらもあるんだけれども、その可能性を高めるかどうかっていうのは結局二階さんとのつながりっていうのが、一番の要因じゃないかなと思っております。よいしょ。というわけで、音差 300Hz さんの書き込みでございました。その他なんですけれども、東京都知事、東京都議選のことについての書き込みは、これで全員終わったのかなっていう感じですかね。はい。これで、全員ですね。はい。それでは次の話題に行きましょうか。在俗芸人さん、暑い夏の過ごし方はということなんですけれども、こちらは本当にもう皆さん、ご存知かとは思いますが、日本の夏もそろそろ暑くなってまいりました。アメリカなんかだと、アメリカやカナダでは今ものすごいヒートドーム現象と呼ばれるものが起こっていて、もう日中の気温が40度超えたわ。そして、アメリカの一番よく暑くなりやすい場所なんかで言うと、この間50度超えるわみたいなそんなぐらいの気温を、観測したこともあったそうでございます。ものすごく暑くなってますよね。一方で日本ではまだ35度を超えてはいないので、そういった意味では、本格的な夏ではないにしても、やっぱり暑いですね。もう30度っていうところを、ふらふらしてるので、ようやくって言うと変ですけど、夏が来ちゃったなと。で、暑い夏の過ごし方なんですけど、私は基本的にはもう夏にはもうめったやったら弱い状態なので、本当にもうぐでんぐでんになります。なんだかんだ言って私は本当に自然のままにやられ放題でございまして、春になったらなんていうかもう憂鬱になり、そして夏になったら夏バテし、秋になったら物悲しくなり、そして冬になったらなんかもう、なんか寒さでこのままシューンとなるわみたいな感じで、ほとんどの方にもう自然のあるがままにやられっぱなしでございます。よいしょ。ただ美味しいもんだけは食べたいですけどね。特に今の時期だとうなぎのセールが、ものすごいチラシなんかも入ってくるようになってきて、この前もイオンのショッピング、ネットショッピングのチラシなんかも入っていて、もう今だとうなぎの、予約受け付けてますよみたいなのがあって、
まあ今年なんかだとそういった意味で言うと、うなぎの豊漁とでも言うの、豊漁っていう言葉が合ってるかどうかわからないんですけれども、まあうなぎは今年は潤沢に用意できますよっていうのが結構言われています。よいしょ。いやー、うなぎって美味しいですよね。うん。もう本当に、穴子の方がいいですよっていう人もおられますし、もううなぎの値段がものすごく高くなった時においては、うなぎもどきを魚肉から作ってますよっていうのも、まあ結構あったんですけれども、やっぱり本物のうなぎを超える手はいないなと。うん。まあ穴子丼もいいけれども、うな丼の方がいいなっていう感じでございます。まあお高いですよね、確かに。うん。まあ本当に、いわゆる自分へのご褒美みたいなレベルじゃないとなかなかうな丼をがっつくことは難しいですね。はい。総運教さん当たり年。うん、今年は多分当たり年だと思いますね。ルニハニさん、上川さん相当うなぎ好きっていうことなんですけど、まあうなぎは好きでございます。まあ、うなぎっていうと産地としては、まあ、鹿児島と静岡が有名なんですけれども、まあ、やっぱりね、どこでも美味しいです。どこでも美味しいです。そんなに差わかるほどの、なんか鋭敏な舌ではないので、もう静岡産のうなぎと鹿児島産のうなぎを比べてどっちの方がうまいんじゃって言われてもちょっとわかんないですけどね。まあ、ただ、中国で結局養殖しているものっていうのはどうしてもね、なんか物がちょっと違うので、まあそこだけは少し避けようかなとは思いますけどね。まあ中国産って言っても台湾産のものも結構あるので、そう言って、養殖ものでも、まあ遜色なくな美味しいものもあるんだそうですけども、まあそこは結構気分が乗りますよね。うん、やっぱり国産のものの方が。まあなので、大抵毎年のようにふるさと納税で鹿児島のところの、まあ選んで買うことが多いでございます。節税にもなって、しかも美味しいうなぎが食べられるということで。まあそれにですね、ふるさと納税のその国産のものを選ぶっていうのはね、なかなか偽装するパターンはあんまりないんですよね。まあ一時期、まあ国産のまあ和牛って言ってる時点でまああまり国外のものじゃないんですけど、まあ国産の高級肉ですよっていうものを実は海外産の安い肉を食ってましたみたいなニュースになって、そういうのをまあ徹底的に叩かれるっていうこともあったので、今ふるさと納税でそうした産地偽装っていうのはまあ結構少なくなっているかなっていうふうに思うので、まあそういった意味では、うなぎ、鹿児島のやつを選んで、まあ送ってもらうのがまあ一番いいんじゃないかなと結構思っております。中野くまさん。サンマ缶最近高くないっていうことですけど、まあ、お魚はね、なかなかね、高いですよね。ルニハニさん、うなぎ代の足しにちょっとだけありがとうございます。1220円もらえたらですね、もううなぎ買えますよ。安いやつなら。買える。よいしょ。まあもしくは国産のものでもなんていうかな、2切れぐらいのやつだったら買えますよね。まあ、なるべくだったら国産のものを買える方は、ぜひとも国産をっていう感じで。まあ、結局のところ中国産のものがなんであんなにいっぱいあるかっていうと、買う人がいるからっていうことなので、まあ、残念ながら買う人がいる限りは彼らの商売も成り立ってしまうっていうところから、ちょっとまあ、自分の懐具合にもよるんですけれども、まあ、お金を出せる方は、まあ、国産を、まあ、ぜひとも意識的に買うようにしてもらえると、まあ、少しでも中国産のものを買う人が減るっていうね。まあ、こういったことを、まあ、地道にするのが良いことでございます。よいしょ。はい、それでは次行きましょうかね。次はどこかな。よいしょ。48ボトムズさん。ちょっと待ってくださいね。はい、書き込みをご紹介します。朝の産経新聞の韓国司法の記事を読んで思ったことですが、韓国司法というのは徴用工問題、慰安婦問題で本当にちゃんとした証拠を調べて判決を下したのでしょうか。原告の息子など、
昔、親が日本で働いていたレベルの証言を証拠にしたのではないかと疑います。日本では徴用工などの逆転判決で安心してると思いますが、原告団が控訴して結論が次期政権になっただけ。韓国の日本関係に対する裁判、一度傍聴してみたいです。というわけで、韓国司法の記事なんですけれども、まあ、どの記事なのかちょっとわからなかったんですけれども、この韓国司法には大きな問題があって、基本的には日本に対する、裁判というのは、ものすごく調べがずさんだっていうことは、日本側では有名ですよね。まあ、例えば、これが証拠だって出てきた写真を見せられても、いや、その写真っていうのは、いや、北海道の炭鉱のやつでしょとか、もしくは、いやいや、それ後で作られた、まあ、作り物ですよ。なんだったら映画の一場面を、なんか昔風に加工した映像を切り取ったものでしょとか、いう形で、証拠とされるものが実は全然証拠じゃなかった。っていうことが後で分かっても裁判の中ではもうそれが本当にあたかも実際にあった出来事かのように認定されて、その認定した情報をもとにして判決が出るっていうなかなか無茶苦茶なことがされるんですよね。で、韓国ではそういったことをされてもまあ全然問題にならないのは結局のところ、まあ日本に対しては何をやっても別に問題ないわっていうのが彼ら側のまあ感覚になってしまっているからなんですよね。厳密に言えばおかしいっていうことがわかるんだけれども、韓国国内ですらそんな感じなので、海外から言われても、いや、海外で言ってることなんか気にすることないわって、まあ簡単に跳ねのけちゃうわけなんですよね。まあこれはですね、本当に私がなんか、偏った見方だからそう言ってるわけではなくて、例えば、韓国国内ですら、この写真おかしいでしょっていうふうに指摘されても、だから何ぐらいな感じでその間違っている写真を延々と何かの証拠写真として使い続けるっていうことが起こるんですよね。これは別に日本人が言ったからダメとかじゃなくて、同じ韓国国内でもこれ間違ってますよっていうふうに言われても、だから何ですかぐらいなっていう話をして、その証拠写真として使い続けるっていう、まあそういったことが行われるんですよね。で、結局のところ彼らにとっては何が目的なのかっていうと、何が真実なのかを追い求めるわけではなくって、その、日本がこんなひどいことをしていたんですよっていうことを、なんていうかな、絶対に変えられない真理として彼らは基本に持っているので、そのための証拠をまあいろいろ作ってきたっていうところから、他の人から、いや、この写真間違ってますよって言われても、いやいや、それを間違ってるっていうことを認めると、なんか自分たちの信念になってる部分が曲げちゃうから許せませんみたいな形で結構跳ねのけちゃうっていうところなんですよね。まあ、このあたりが日本と韓国側のその思いが全く、釣り合わない現象が起こっている、まあ、原因ですよね。まあ、韓国の日本関係に対する裁判というのは結局一度傍聴したとしても、なんかこんな感じなね、なんか話が通じないなっていうのを多分なんか再認識するだけなんじゃないかなと私は思いますね。まあこういった状況はおそらくまあ100年とか200年レベルではもう多分変わらないと思いますね。ずっと結局のところ教育っていうのが反日教育をしている関係で、今いるもう子供たちですらずっともう物心ついた時からそのような教育をされているので、今の世代が大人になっても別に変わることはないですし、そして今いる子供たちが何か責任ある役職になるような世代になっても、その反日教育が変わっていない限りは次の世代とまあ、どんどんと連続していってしまうので、100年ぐらいはもう変わりようがないというふうに私は思いますね。よいしょ。メトロポリタンさん、事実の確認をしようとしても途中から被害者に寄り添う気持ちはないのか、韓国に対する愛はないのかと言って、その後にですね、お前の言っていることは親日的だから、韓国の中ではお前はつまはじきだっていう話目とちょっと展開されてしまうんですよね。これがまた恐ろしいところで、いわゆる知日派と呼ばれるような人たちっていうのはなんだかんだ言って、日本と通じ合ってる人たちだっていう、まあ、レッテルを貼られてしまって、韓国国内では、まあ、居場所としては、まあ、非常に厳しいんですよね。
まあそれが政治家であったとしても、学者であったとしても、一般国民であったとしても、結局のところなかなか活動としては、まあ窮屈にならざるを得ないところでございます。よいしょ。ビガタメさん、自国の教育が嘘でしたは言い出せないでしょということなので、私の理論としては、まあ嘘でしたとは言えないので、今後100年間もずっとこんなことが繰り返されるっていう風な感じですよね。よいしょ。ポチッとな。次は、カナムさんの書き込みをご紹介しましょうかね。ポチッとな。各地で発生しているワクチン保管庫の管理不足、電源が抜けたなどで廃棄が多発している件について、以前、人間はミスするものとお話ししていただきましたが、昨日も清掃業者が電源ケーブルを引っ掛けて抜いたという事件がありました。業者としてもそういったことに十分気をつけているはずであり、故意ではないかという噂もあります。何より損害賠償など本来は請求すべきとは思うのですが、そういった報道はありませんでした。ワクチン反対派の仕業ではと某ユーチューバーなどはおっしゃってましたが、上川さんはどう思われましたでしょうか。というわけで、ワクチンの在庫管理の話。まあ以前この話をした時に人間っていうのはまあミスするものですよっていうお話をしました。まあ例えば配達業者の人がこれ冷凍ですよっていうふうに渡したんだけど、公務員の方の人があんまりそのことについて、しっかりと理解していなかったので普通に冷蔵の方に置いてしまって、いやこれ冷凍しないといけないやつを冷凍じゃなくて冷蔵に置いていたから、まあ解凍状態になってしまって、そして解凍状態になってしまったものはすぐに使わないといけないんだけど、まあ全然準備していなかったから最終的には、これは使えない。破棄するしかないとかいうことが起こってしまう。なんていうこともミスもつながったりしましたし、で、今カナムさんの書いているのはその話ではなくて、冷凍状態でセッティングして準備してましたと。ところがいつの間にか電源ケーブルが抜けていて、なんでこんなことになってるのってなって、その原因としては、今回の件だと清掃業者が抜いてしまったっていう話なんですけど、その他ですね、原因がわからないけど電源が抜けていたっていうパターンですよね。で、この件については、もしかしたらケーブルの抜くのを誰かが故意でやっていた可能性っていうのが言われています。ワクチン反対派の方でこのプラグを抜けっていうのがまあ呼びかけが行われていて、で、反ワクチン派の人たちにしてみれば、ワクチンを打つことはみんなに害をまくことだから、このワクチンを破棄させることが正義だと言われているから、まあ抜いたんじゃないかというふうに言われています。まあ一般的にわざわざこの冷凍庫、冷蔵庫について、まあ日常的にコンセントを抜き差しする場面なんて普通ないので、まあそうそう抜けるはずがないので、誰かが狙って抜いた可能性は十分にありますという話は私もまあその可能性あるなと思いますね。まあただしですね、これがですね、当たり前なんですけど、この冷凍庫の電源ケーブルのコンセントをつながってるかどうかなんて、例えば監視カメラでずっと見ることないじゃないですか。なので、なかなか物証が出てこないんですよね。これが何としても、犯人見つけてやるぞってなって、最初からそこにピンポイントに狙って映り込むように、まあ準備している監視カメラでもない限りはなかなか犯人を見つけることはできないんじゃないかなと思いますけれどね。幸子塩田さん、抜けが止める、ついてるパターンじゃないんですかっていうことなんですけど、一回ブスッと刺して、左右にねじってっていうタイプというものもあったそうなんですけどね。それだと明らかに誰かが抜いた。でも誰が抜いたかはわからないっていう、まあ話にはなってしまうんですけどね。まあ少なくとも外部の人間が建物に入ってきて抜くっていうことはちょっと無理だと思うので、内部犯行っていう可能性は圧倒的に高いですよね。いいでしょ。まあだからどんな人が反ワクチン派なのかっていうのはあんまり見た目でわかるものではないので、まあ例えば公務員の人が、まあ保健所の人が反ワクチン派で、まあガンガン捨てさせるようなことをするかというと、あんまりちょっとピンとは来ないんですけど、どこかの
どこかのクラスっていうか、どういった人がこの反ワクチン派に染まるかっていうのはちょっとわかんないんですよね。一般的に反ワクチン派の様々な情報っていうのはほぼほぼなんか無茶苦茶な理論が多くて、よくこれに騙されるなって思うんですけど、まあそういった風な私の感想を聞くと、デマとかフェイクニュースっていうのは基本的に間違っていれば間違っているほど、まあ聞く人の興味関心を引いて信じ込むことが多いんだそうです。なるほどなってこういうふうに思ったのは、例えばですね、人類がこの後滅亡するっていう話をする、まあ新興宗教とかもあるじゃないですか。で、新興宗教だからそういった話をまあ信じ込む人がいるのかなみたいに考えると、いやいやそうじゃないんだよと。伝統宗教なんかでも、もう世界の終末はいずれやってくるんだっていう話なんか別に普通にしてますよ。まあ、例えば某シー教なんかはそれこそ聖書の中において、まあ世界はいずれ終末の時を迎え、その審判の時においては信心深くないものについてはまあみんな、おさらばされるぜっていう話なんかをしているけど、それなんかはもう昔からあって、でもみんなが何億人と信じてますよっていう話をすると、まあ壮大な嘘やデマやフェイクニュースっていうものであればあるほど、なんかあなただけが知っている世界の真理みたいに思ってしまうものだっていう、まあそういった構造があるそうでございます。まあだからこそ反ワクチン派の人たちっていうのも、まあ一見したらものすごくちゃんと考えができる人であったとしても、なんかものすごい、まあ口頭無形なものでも、きっとそうだって思い込む可能性っていうのは、まあ誰にでもあるんだそうでございます。よいしょ。まあそういった意味では、まあ誰かがこういった活動をしてワクチンを捨てさせようとしているとしたとしても、まあ確かにまああり得るなと。まあだからこそ今後はもういっそのことこの冷凍庫の電源ケーブルのところにしっかりと監視カメラ映像を映り込むようにセッティングしてほしいなと思いますよね。まあ何しろこういったことは業務の妨害行為に当たるので犯罪です、確実に。なので見つけたら必ず処罰してほしいなと思います。ただし、こういった物証がない限りはなかなか捕まえることが難しいのはな、また何ともやりきれないところでございます。じっとな。いえ、それではちょっと坂本英二さんの話いきましょうかね。お隣さんなんですけど、シャインマスカットを大事に育てている。お金になるからです。同じ日本産の植物でもお金にならないなら反日を盛り上げて引っこ抜いてしまいます。非常に腹立たしいです。というわけで、こちら時事 .com の記事をご案内ということであるんですけれども、日本で開発されたシャインマスカットで稼ぎまくる韓国の矛盾という記事でございます。シャインマスカットっていうのは日本で開発されたものなんですけれども、開発当初においては海外で栽培したり輸出したりといったことを想定していなかった関係で、日本国内以外ではきっとまあ誰も栽培しないだろうという前提で、自分たちの権利について登録していなかったっていうものです。ところがそういった状況なのを見て、韓国はこんなもんがまあ野放しっていうか何の権利もない状態になってるわ、もうこれはもうどんどん持ってこようぜってことで韓国側へまあ栽培がものすごく広がってしまったわけですね。で、韓国はこういった自分たちの権利っていうところに及ばないのであればもうガンガン利用してやろうっていう精神はまあ昔からあるので、なんだったらですね、日本から持ってきたこういった種、別にこのシャインマスカットだけではなく様々な農産物についても自分たちのところに持ってきた上でさらに他のものと掛け合わせた形でこれが自分たち独自なものだって言い出して結局その権利を登録して日本側の追及を逃れるっていうこともまあ普通にっていうと変ですけれども、まあ日常的に行われているんですよね。で、日本におけるこの農産物の新しいものを守るっていう活動もなんだかんだ言って、昔からザル法っていうふうに言われていました。これを少しでも良くしようっていう話を、まあ最近だと活発に行われているんですけど、なかなかですね、これ完全に守ることが難しくて、なんでそんな風に守るのが難しいかっていうと、
開発している人たちの権利を守ろうとすると、農家の人たちにしてみると権利ガチガチで自分たちがそれを手に入れるのにお金がかかるとか、管理にお金がかかるとか、手続きめんどくさくなるとかいうところで、反対して農家に対してなんか圧力を加えるような行為だみたいな形で農家側に立って反対する人たちっていうのが、ぼつぼつ現れるわけですよね。で、実際その人たちの裏を見てみると、本当に農家のために反対の声を上げてるのかって言われると、ちょっと怪しいような人たちで、例えば中国資本の人たちと結託しているような、支援活動家になんか焚き付けられたような日本国内の人が声を上げていたりとか、そういったことも結構指摘されていますよね。で、韓国の話と絡めてここ、韓国の矛盾という記事なんですけれども、何が矛盾かっていうと、日本に由来しているものについては韓国で排除する動きっていうのがあります。例えばここで問題にされているのは、日本由来の木についてはもうバンバン抜いてしまえっていう活動なんかが韓国側で行われています。一方において韓国では日本由来のものっていうのを積極的にシャインマスカットとかイチゴとか、お芋とか様々な農産物なんかについてもガンガン育てて売りまくって輸出して稼いでますっていうことが起こっています。この違いは一体何かっていうと、自分たちにとって都合のいいところで日本のものを排除する。つまりお金にならない。例えば街路樹みたいなものであるとか、そういったものは全然お金を生み出さないわけです。だから日本由来の樹木、そういったものについてはガンガン抜くんだけれども、農産物についてはお金になるからどんどんと日本のものを使うと。そのあたりが完全に矛盾してますよっていう話ですよね。よいしょ。このあたりの矛盾っていうのは結局のところ、別に農産物だけの話ではなくて、経済的な話でもほとんどそうで、彼ら韓国の人たちにとって都合のいいものは日本から持ってくるけれども、自分たちにとって利益にならないものだったらどんどんと排除しましょうっていう話がまかり通る国です。ここ最近ではそれほど露骨ではないんですけど、少なくとも20世紀においては韓国では日本文化っていうのは排斥すべきものだとして、日本のアニメなんかは日本のアニメや漫画や映画なんかについては丸ごと排除されていたわけです。で、一方において韓国国内においては、その日本のアニメを参考にして丸々パクったよみたいなものがアニメ制作されて、これが韓国ブランドのものだっていう風にして、放送されていたりすると。で、子供たちの中にはそうした日本のものをパクったんだよっていうのを知らない前提でアニメを見て、これが韓国アニメだ、面白いって言っていたら、大人になってみたら、あれこれって日本のアニメのパクリだったのって改めて知るみたいなことが起こるわけです。このあたりも結局、自分たちにとって都合のいいものは取り入れて、自分たちにとって都合の悪いものは排除するっていう、この傾向っていうのが別に農産物だけではなく文化面においても、やられていますよと。で、この日本の文化のものを排除しよう、日本からの影響については排除しようという動きについては、別に先ほども言ったように、農産物だけではなく経済面においてもそうですし、その後出てくるのはやはり、政治の場面においても同じなんですよね。日本のものについては受け入れる部分については自分たちの利益になるものだけですよ。そして自分たちの利益にならないものについては排除しますっていう話っていうのは今後も続くことでしょう。よいしょ。なので基本的に日本でできるのはこうした問題が起こった時に、必ずのように厳罰化するっていうのも大事ですし、法律の抜け穴をどんどんと塞いでいくことに力を尽くすしかないんですよね。で、そのことについて必ず反対する人たちっていうのが出てくるんですよ。この日韓議連の人たちでもそうですし、ありとあらゆるところから、この問題を解決するためにこういった法律を作りましょうって言ったら、もうワイヤーもう現れて、そういったものを潰してしまえみたいな感じがものすごく起こりますからね。非常に腹立たしいっていう気持ちは私もわかります。そうですね。
ルニハニさん、鬼滅のパクリは鬼殺だったかな、ありましたね。それは、確かアプリですよね。スマートフォンアプリで。テコン V か、スペースガンダム V。このあたりは、日本のアニメのコピーで、コピーされているっていうことを、知らない人たちっていうのもまあいるんだそうでございます。なかなかこの日本のものっていうのを見ていないと、まあコピーだって知らない人が出てきても不思議ではないですからね。パープルさん、スーパーチャットありがとうございます。これから出かけるので、続きは保存動画で視聴します。また来週。はい、また来週ですね。いってらっしゃい。よいしょ。ハクビさん、問題はそれに騙される日本人なんだよなっていう。まあそうなんですよね。結局のところですね、韓国側の方とか中国側からまあ浸透してきた人たちは、まあ何かしら誰かを使って日本国内で声を上げたときに、それにまるっと騙されて巻き込まれて同じように活動に参加してしまう日本人っていうのがまた結構いるんですよね。まあそれこそ種苗法とかまあいろんなものを農産物守りましょうねっていう法律を作ろうって話になった時も反対派の人たちっていうのに日本人もかなり加わっていたんですよね。で、その人たちの言い分っていうのを見ると結局のところ自分たちのなんていうかな、これまでいろいろ守られていた部分が剥がされるんじゃないかっていう、いわゆる危機感ですよね。もう自分たちが結局好き勝手やっていて、それによって、日本の農産物がやられてるんだけど、その個人にとってはそっちの方が都合がいいみたいな話が、今からはきつくなるな、嫌だなっていうような感じで、結局ちょっと個人的なエゴの部分を私は感じてしまいますよね。よいしょ。まあそんな感じで、韓国の問題っていうのは今後も続くことでしょう。まあ残念ながらね、なかなかこれ、分かってる問題なのに日本で解決できていない。だからもうどんどんと今後も続くと言わざるを得ない。まあこのあたりちょっと非常に残念なところでございます。チャロス JP さん、ちょっと話長いですが。ヨーコさん、スーパーチャットありがとうございます。永田ヨーコさん。なんか随分と高額のスーパーチャットありがとうございます。民主党はさざ波程度の事案を必要以上に取り上げ、国民の不安を煽りました。また、各法案の審議拒否などで徹底的に COVID-19 の対策の邪魔をしてきました。民主党とマスゴミ各社との息の合ったシンクロ活動は、バックに同じものがいるのかなと思わせます。このままではテレビ、新聞しか頼れない高齢者が多い日本の未来は心配です。まあ、まさにそういった問題はあって、まあ今回の東京都議選もそうなんですけれども、ネットを全然見ませんよ。情報源はあくまでもテレビだけですよ。そして私たちはもうお仕事をしていないので朝から晩までテレビのワイドショーを見ていますよっていう人たちにしてみると、まあ極端に偏った方向にどうしても、考え方が行き着いてしまうと。で、しかもこういった世代の人たちっていうのはもう働いてないので、なるべく働いている世代との間にいろんなところで意見、考え方、方向性がちょっとね、分断されちゃってるんですよね。そういったこともあって、この問題をまあシルバー世代のこういったもう政治にこの高齢者との人たちの意見がちょっと強く出すぎますよっていうのがあるんですよね。政治家の人たちも高齢者の人たちが選挙に来るなっていうのを見越している関係もあって、まあ若者たち向けの政策よりもどちらかというと高齢者向けの政策の方を取りやすくなってしまっていると。で、そのことによって日本全体がものすごく高齢者向けの政策ばっかりで今後の発展性が乏しくなってしまうっていうことは私は十分に起こっている問題だと思いますね。よいしょ。うん。四天童寺さん、雷が激しい？困ったね。なるほど。困ったないことになってますかな。あきちゃん1103、高齢者ですがテレビ見ませんよということですけれど。うん。全く見ないとさすがに、あんまり比較対象がないので、軽くは見た方がいいとは思いますが、テレビ一辺倒じゃないっていうことはいいことだと思いますね。まあ結局のところですね、ネットだけを見ている人っていうのは、テレビだけを見ていますよっていう人と同じぐらい偏る可能性があるので、
両方見ることによってその差を知ることが私は大事だと思いますね。テレビっていうのは、こっちの方向ばっかの話だな。ネットを見るとその逆方向の話もあるから、その両方を見比べて、どうなってるんだろうかなっていうところを自分で考えて見ていくというところですよね。なので、どっちかだけに偏ってしまうと、どうしても、ネットだけだと、そちらの方向に偏ってしまうっていう問題はあると思いますね。メトロポリタンさん、テレビはネットフリックス専用になりそうです。それはあると思います。ここ最近のニュース記事、ネットの記事なんですけれども、テレビをもう、なんていうかな、ネットの端末の一部としてしか見てませんよっていう人結構出てきているようで、例えば家に帰った時にテレビの電源つけてどのチャンネルを回すかって言ったら、ネットフリックです、Hulu です、っていう具合にして、どこかしらのインターネット系の、そういった定額配信の動画サイトっていうところにつなげるとかね。もしくは、YouTube でもいいですよ。YouTube でも普通にテレビつけたら映るような時代ですからね。ミキさん、テレビは人気が欲しい時に主につけます。そういうのもありだと思います。BGM としては全く問題なく使えることはありますからね。ルリンハニさん、テレビ15年以上使ってない。15年となるとなかなかですよね。15年前の例えば液晶テレビだと結構な値段がするかなみたいに思っちゃいますよね。といった感じでございますね。本当にこの今テレビ、新聞、YouTube、インターネット系の情報サイト。最近だとラジオを改めて、聞き出している人たちっていうのが多いそうなんですけれども、とにかくですね、何か一つだけに頼り切るっていうのはちょっと危険かなと私は思っています。結局のところ信頼できますよっていう、何か情報源があったとしても、それだけ見てるとそれのなんていうか言いなりになってしまうようなことが起こるので、それはね、その情報源が間違ってしまったら丸々自分も間違ってしまうので、このあたり結構気につけないとなと思いますね。総雲京さん、ラジオは聞きますっていうことですけど、特にラジコっていうものが出てきて、日本全国のラジオがどこからでも聞けるようになってきたっていう影響は大きくって、これまでラジオっていうのはものすごい完全な絶滅産業だって言われていたんですけど、このラジコが始まることによって少しずつ垣根、地域の垣根が越えることができるようになった関係で、聞く人の数っていうのも増えてるんだそうです。だから、もう終わったコンテンツと思われていたけれど、ラジオっていうのは今後も続く可能性高くなってますよっていうのが、ちょっと記事として出てきてますね。そういった意味ではテレビっていうのを、例えばもう終わったものとして、もう全くなきものにしようと考えている人たちもいるわけなんですけど、おそらくはですね、インターネットを別に見る気がないよっていう人たちもある程度の人数、それなりに今後も出ると思うので、ラジオがなくならなかったのと同じように、テレビもある程度、規模は縮小しつつもきっと続いていくんだろうなと私は思っています。YouTube 的には多分もうテレビはオワコンって言った方が多分なんとなく見る人がいるんだろうなと思うんですけど、なかなかそういったもんじゃないなと思いますけどね。フリーランスリモーさんフリーランスさん。AM は残してほしいよな。震災でアンテナが潰れると放送が届かないなんてこともありそうということですね。ラジオの話で言うと、何だったかな、その AM、FM のそのどっちかに統一する話が出ていたような気がしますけどね。放送機材がどちらかの方がめちゃくちゃ高くって、どっちかに統一するような話があったような気がするけれど、あった。よいしょ。全国の民放 AM ラジオ、令和10年までに FM に転換目指すというニュースなんですけれども、今さっきはラジコの話しましたけど、ラジコは結局インターネット回線を使うことによって、ラジオ放送っていうのをインターネットで日本全国どこでもっていう話だったわけなんですけど、
でも実際のラジオ放送どうなっていくのかなっていう未来としては、今はこの AM、FM 両方ではなくって、基本的には FM 放送に統一する方向になっているそうです。で、これ一体なんでかっていうと、AM 放送っていうのが、お金がかかると。やっぱりですね、基礎的にどのくらいのお金がかかりますかっていうところは非常に重要で、ラジオは終わるわけじゃないんだけど、だからといって広告収入が今後増えるかって言われると、ちょっと増える見込みはないと。そういったわけもあって、ものすごくお金のかかる状態だと経営がちょっと今後も成り立たなくなってくるところがあるので、もうそれだったら FM の方にみんなで、移っていきましょうねっていうのが、大きな流れになっております。ラジコとは、あんまり関係ないとは思いますけど、実際のラジオ放送としては、FM の方にどんどんと移行するような話になっておりますね。私自身はもうラジオ聞いてないっていうところで言うと、それこそ中学生のぐらいの頃に、オールナイトニッポンを聞いてたかなぐらいな感じで、その後高校生になったら全然聞いてなかったんじゃないかなと思うので、そういった意味ではもうほとんどラジオは聞いてないんですけれども、人によってはそれこそ長時間運転する人、自動車を運転する、トラックドライバーみたいな人とかは、それこそ移動中ずっとラジオ放送をかけてることも多いそうですし、そういった意味では、なくなることっていうのはないんじゃないかなと思いますね。ただ文化的に言うと今はインターネットっていうものはあるので、もしかしたらラジオっていうものを通して、実はインターネットで聞きますよ。そちらの方がメインになってくるかもしれませんね。ともさん、ひろゆき信者多いよね。そうですね。ひろゆきさんの信者は多いですよね。雨の中の熊さん、上川かおるのオールナイトニッポンを待ってますっていうことなんですけど、もしかしたらですよ。もしかしたらやるんだとしたらですね、一人じゃないなとは思いますね。なんだかんだ言って、オールナイトニッポン、一人のパーソナリティの方が務めることもあるんですけれども、その時でもなんだかんだ言って途中で自分以外の人っていうか、リクエストのあった曲を流したりとか、そういったこともあって、自分だけが延々と続けるわけじゃないじゃないですか。だから私に例えばですね、一緒に、動画作りをするような人とか、もしくはパートナーが出てきた時に、一緒にやるとか、そういったことでもない限り、ちょっとオールナイトニッポンはちょっとね、放送難しいかなと思いますね。主に私の喉の負担がちょっときつすぎるなと思うので、なるべくだったら一人ではなく二人ぐらいの感じだと、できるんかなと思いますけどね。アシスタントはヨミコちゃん。確かに、そういうパターンもあるかもしれないですけどね。ニュートンさん、一人のパーソナリティでもディレクターと話してますよね。あるあるって感じですよね。こんな、はがき届いても、はがきじゃない。最近だとはがきじゃなく、メールで届くものも多いんでしょうけど、こんなものが届いてますよっていうので、そんな風にしてスタッフの方と話をしながら進行する方もありますよね。ふみふみさん、上川さんのお声が山達に聞こえてきました。山下達郎さんですかね。山達だって言ったら。いやー、山下達郎さんはね、歌はいいですよね。歌はいいですね。顔を見た時のちょっと衝撃は忘れないですよね、子供の時の。三月松さん、ラジオ切り抜きだったらな。なるほどね。いろんなことありますよね。よいしょ。でもですね、あとは、そうですね。オールナイトニッポンするんだったらちょっと企画はちょっと考えないといけないですよね。今の感じだと、おおむね2時間ぐらいで今の、感じで流している感じなので、オールナイトニッポンでじゃあ3時間ぐらいってなった時に、ちょっと何かしら企画を考えないと持たないかなとかちょっと思いますよね。ドライジンさん、高気圧がある。あったらですね。よいしょ。
まあ少なくとも私の生歌っていうのは全く再生されませんでしたので、まあ現在ではその、コンテンツについては封印しております。バチッとね。よいしょ。四天王寺さんの書き込みをご紹介しましょう。ポチッとな。韓国の破綻が騒がれて久しいのになぜ韓国の CDS、クレジットデフォルトスワップの数値が少ないのか不思議です。ヨーロッパ諸国の方が数値が高いのが納得できません。上川さんはいかがお考えですか？あと別の話ですが、世間の多くの人は放射能という名詞を誤解してます。上川さんならご存知でしょうが、実際は以下の通りです。物事を正しく認識をすることが正確な判断の礎と思います。この件についてお話しください。放射能について、放射能とは放射線を出す性質、または能力。ある種の原子核は自発的に壊れてアルファ線、ベータ線、ガンマ線などの放射線を放出し、別の安定した原子核に変化する。この性質を放射能、また放射能を持つ原子核を放射性核種という。放射能の強さはベクレルという単位で表される。一般的には放射能を浴びる、放射能漏れのように放射線や放射性物質の意味と混同して用いられることが多い。物理学的には放射能は原子核の性質、放射線は放射性核種が放出する高エネルギーの粒子または電磁波、放射性物質は放射線を放つ物質を意味し、それぞれ明確に区別される。危険なのはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などの放射線である。というわけで、まず前半の部分については韓国の話題で、その後、後半の部分においては、放射能と放射線というものについては、間違って使うことが非常に多いですよっていうお話になっております。まずは前半の部分についての話をしましょう。韓国の破綻が騒がれて久しいのに、なぜ韓国の CDS、クレジットデフォルトスワップの数値が少ないのか不思議ですということで。で、この話をするときに非常に重要なのは、インターネット上、特に YouTube においては韓国経済すぐ崩壊するぞっていうふうに話をされる方がたくさんおります。実際そうですね。で、そういった方の動画っていうのもものすごく再生されているのも事実です。ただしですね、これ非常に注意しなければならないポイントなんですけれども、韓国経済っていうのは非常に歪な形になっているのは間違いありません。それは、韓国は財閥による経済支配っていうのがものすごく強いところで、日本とは経済構造が全く異なっています。で、韓国の財閥企業っていうのは結局強すぎることによってその下にある中小企業っていうのをもう完全に押しつぶすような形になっているので、まあ多くの人々にとってはまあ幸せな状態とはとても言えないような状況です。なぜならば財閥企業っていうのは自分たちが雇う人たちっていうのはあくまでもものすごく学歴のいい、もしくは学歴をものすごくもりもりに詰め込んだようなことができる育ちの人としか入れない。まあそういった世界になっているわけです。で、一般国民の多くの人たちはそうした財閥企業に入れないので、まあ結局、みんながみんな親としては何としても財閥に入れるぐらいの学歴を持たせようと思って、ものすごい、学歴の競うような社会になっているわけですよね。で、そのことが翻って多くの国民にとっては子供を持つのがものすごい大変な国だからもう自分たちは厳しいなっていうことで、まあそのことが結婚した後の子供を作るか作らないか論争にも結局発展してくるというところから、まあ幸せ、まあ幸福度指数としてはそこがものすごくマイナスに響いている国です。ただしこの話っていうのは、じゃあ人間一人一人の幸せをまあ取り除いて国家全体経済っていう話へと転換すると何が起こるかっていうと、そういった財閥企業っていうのは結局のところ富を集約する力はものすごく強いわけです。まあだからこそその歪な社会である韓国っていうのを、じゃあ国家全体の評価としてはデフォルトするのかっていう可能性で言うと、まああんまり確率としてはまあないんじゃないかなっていうのが現状の分析ですね。なので韓国経済が破綻するっていう人たちっていうのはこの韓国財閥が同時に破綻することを言わない限りは実際のところ解説としては間違っているわけです。
私の動画の中も、まあちょっとよく見てもらえればわかると思うんですけれども、例えば韓国のサムスンについて私は何を言ってるかっていうと、まあサムスンについては、例えば液晶ディスプレイ産業なんかについては、中国メーカーの追撃もあって、この後これを締めざるを得ないだろうっていうような話なんかもしめますけれども、じゃあそれによって韓国のサムスンが倒産するでしょうとか破産するでしょうみたいな話は基本的にはしていません。というのも、韓国のサムスンにとっての主力事業っていうのは、まあメモリー産業の方なので、まあここで稼ぎまくっている分について言えば、まあ本業として破綻するかと言われればそういったわけでもないので。で、そんなサムスンに対して私がどんな話をしているかといえば、まあ韓国国内において韓国のサムスンっていうのは結局のところ民衆にとっては敵のような扱いをされていて、それなので、いずれ韓国のサムスンっていうのは、韓国国内への投資っていうものをどんどんと縮小して、グローバル企業っていう形で、韓国国外に対しての投資、そちらの方をメインにして、本社とは名ばかりなもので、実質的にはもう韓国からの脱出っていうのを考えるだろうっていうのが私のサムスンに対する見方です。まあ実際問題、韓国の人たちがこのことに気づくかどうかっていうのはわからないわけなんですけれど、まあサムスンはいずれそのように韓国企業ですよという看板を出して本社は韓国に残しつつも、実質的にはもう韓国からの脱出っていうのを中身としては進めていくだろうというふうに思いますね。で、この話をしていくと、まあ結局、お金の流れとしては韓国に集まっているように見えるので、結局韓国経済なかなか破綻しないなっていう話と、まあ繋がってくるわけなんですけど。まあだからこのあたりですね、YouTube で韓国経済すぐにでも破綻するぞって言ってる人たちっていうのは、本当にそのあたり財閥企業に対する分析として合ってるのかなっていうところは要注意なポイントです。もちろんYouTube ではこの韓国経済破綻するよって言った方が圧倒的に受けはいいんですけど、実質的には私はまだまだ破綻しないと思っています。なので私としてもつっつく点としては、まあ例えばサムスンであれば液晶ディスプレイ産業についてはもう分離せざるを得ないぐらいにまあ厳しい状況ですっていうところとか、もしくは自動車産業でもその下位のグループですよね。下の方のグループは明らかに労働組合の激しいデモ活動によってもうまともな生産ができなくって、よくこんなのでまあでも持ちこたえてなっていうところをまあつっつくような形になっています。まあそういった風にして、まあどこの部分がおかしいかっていうのをちゃんと見定めた上でちょっと解説をしていかないと、もう韓国経済が今すぐにでも破綻するぞって言ってる人を見ると、これはちょっと受け狙いでしか言ってないなっていう風に私は結構思いますよね。朝木太郎さん、資本はほとんど外資、潰さず伸ばさずかなっていうところですよね。まあ海外からの資本もかなり入っていて、グローバル企業のまあ典型的な形にはなりつつありますよね、サムスン。日野江さん、ゲーム業界も悲惨。まあゲーム業界はね、日本のゲーム業界は厳しい状況になってますよね。まあなかなかね、この、ゲーム機っていうものからテレビ、なんていうかな、PC ゲームの方っていうのがまあ世界市場としてはメインなので、日本企業がそこにまあ十分対応できてないんですよね。任天堂みたいに自分のゲーム機を持ってそれをガンガンに売ってるメーカーはいいんですけど、なかなかそれ以外のメーカーはね、だんだん没落してるような状況ですよね。厳しい状態です。よいしょ。三月松さん、私の名前はキム・サムスン。何ですか、キム・サムスンって。ミルクティーさん、中島みゆきのオールナイトニッポンは家族の肖像が面白かった。もう中島みゆきさんはね、本当に、私は歌の方を知ってから、オールナイトニッポンの中島みゆきさんの後から知ったんですけれど、まあその歌のギャップとの激しさにものすごい、まあなんていうかカルチャーショックじゃないですけど、まあ衝撃を受けましたよね。うん。で、その後、ものすごい、まあ、すでに年齢的には高い方なんですけれども、まあ話としては本当に若いんだなっていう、まあそこもまたすごいギャップがすごいですよね。もうなんかすごいしか言ってないですけど、本当に中島みゆきさんっていうのは評価としては、歌としては超一級なんだけど、なんていうか個人の面白さ的な部分で言っても、全く違う方向性で面白い人なんですよね。
ね。で、中島みゆきさんの歌聞きたいなと思っても、なかなかその、ネットサービスに中島みゆきさんの歌って登録されてないんですよね。まあ、Spotify とか流す、まあ、あれなんかはもう、無料で音楽が聴けるアプリなんですけど、そういったものも全然、まあ、登録されないし、Amazon の音楽の方にも載ってこないし、っていうのってね。もう中島みゆきさんの歌をぜひともネットサービスに載せてくださいなんていうふうに思ってしまいます。よいしょ。メトロポリタンさん。私は南こうせつのオールナイトニッポン聞いてました。2部は中村実し、すごい濃いメンバーですね。桜島俊さん、上川さん、時代歌ってたのではということですけど。はい。歌ってみた動画は投稿してみましたね。残念ながら誰も、聞いてくれなかった感じでございます。まあ、今ではもう消されたコンセンツになっております。まあ、なかなかとりあえずどんなものが受けるかわからないので、いろんな動画をポンポンと、投稿してみて、反応が全然ないなっていうものについては、まあ、削除する方針でございますね。ひなののさん、日韓トンネルはやめだし、随分唐突に持ってきましたね。まあ、日韓トンネルについては基本的には韓国側の妄想が激しいのと、で、同じく日本側で妄想しているのも宗教団体の方だけなので、まあ、特に、気をつけることはないとは思うんですけれども、まあ、ただですね、こういった話をくすぶり続けるっていうところが恐ろしいところですね。どこかのタイミングで、宗教団体じゃない政治家が、まあ言い出すかもしれないっていう、まあ恐怖感はあります。まあ韓国側の求めている日韓トンネルっていうのはあくまでも、70% 以上が日本側の拠出で日本側が作りたがっているんだっていう妄想に基づいた話っていうのがメインなので、まあ基本的に実現する可能性はまあ 1% 程度しかないというふうに思っております。まあ0っていうふうに言い切る方がいいかもしれないですけど、韓国側としてはまあ 1% ぐらいの規模はずっと持ち続けてるんだろうなと思いますね。メトロポリタンさん、日本にメリットないです。その通りでございます。メリットは全くありません。はい。もうそんなものを作るぐらいだったら、なんかもっと違うところにまあお金使うよねっていうふうに私は思いますね。今の時代だと、船がなんだかんだ言って荷物を運ぶには一番お金が安いんですよね。まあコンテナをどんどん積み上げていって、それでまあ大規模に輸送しますよっていう、まあこれが非常に今全盛時代なので、で、日本からさ、じゃあ大陸につながるところ、ルートで言うと、結局のところ韓国かもしくはロシアルートしかないわけなんですけれども、今のところどっちの国も非常に安全保障の点から言って、やめとけとしか言いようがないんですよね。まあ、例えばシベリア鉄道と連結して、ヨーロッパまで鉄道で物が運べますよっていう話をされる方もおられます。ロシアじゃなければなってね。あれがロシアっていう国が、まあ、なんていうか、もうちょっとまともな国であれば、つなげる意義はあると思うんですよ、確かに。でも、ロシアが今のロシアである限りはちょっとありえないなというところですよね。まあ、つなげるんだったらそのようにして北海道から、まあ、大陸側へと、まあ、ポンポンとトンネルをつなげていく方式っていうのはあると思うんですが、少なくとも現在の朝鮮半島につなぐ意味っていうのは全くありません。全くです。もう日本のメリットは本当にゼロです。もうそんな金があるんだったら軌道エレベーターの開発にもお金回してくれるぐらいな感じで、まあこの話をするとまあ長いんですけど、まあ少なくともですね、まあ朝鮮半島側に対してトンネルを逃す理由はゼロでございます。間違いありません、そのことは。チャット画面を出しつつ話してるつもりがこっちの方になってましたね。はい。四天童子さん、ロシアは一度は民主国家になりかけたのだがね、そうなんですよね。この民主国家になりかけた時に日本がどれだけ関わることができたかっていうところがね、残念なところですよね。よいしょ。まあそれこそソ連が崩壊した後にもう日本がものすごいお金を積んでまあ支援しとればな、みたいな。まあその見返りに北方四島の返還とかね、そういったものもするチャンスがあったのになとかちょっと思っちゃいます。まあまさに歴史には if は許されないわけですけど、まあどうしても
後世の人間としては、ソ連が崩壊した時、まさにもういろいろお金で問題解決する時期だったのになとか思っちゃいますよね。さて、それで四天童寺さんの話の前半部分は韓国の破綻の話だったわけですが、まあ私としては現在の財閥経済っていうのが続いている状態では富を集約するような形になっているので、韓国の国民にとっては厳しい、経済構造なんですけど、韓国という国家にとってはまあ破綻する可能性としてはまあ少なくなっているっていう、まあ二つの状況が両立しているので、なかなか破綻は難しいかなと、現在の状況だと。で、韓国経済を支えているのが日本からのこの部品の輸出で、その部品を組み立てることによって売りまくってますよっていう、この経済向上っていうのも、この韓国経済を支える一因になっているんですよね。なので、そういったことも考えると、なかなか韓国経済さあすぐにでも破綻だっていう話はちょっと、眉つばもの、分析としてはちょっと今は間違ってるんじゃないかなと思っております。で、後半の部分ですね。で、四天童寺さんの話なんですけど、まず放射能っていう言葉と放射線っていうものは全く別物ですよっていうお話でございます。で、これは私も結構間違っていますね。自分自身の発言っていうのを後から再検証していることっていうのはあんまりないわけなんです。多分この放射線の話、放射能の話っていうのをするのは、例えば韓国と日本を比較した時において、韓国側としては日本のディスカウント活動として日本は放射能汚染されている国だっていう形でいろんなところに喧伝しているんですけれども、日本としてはいやいやあなたたち韓国はそう言うけれども、韓国の方が放射線測定値は明らかに高いですよ。福島県よりもなんだったらソウルの方が高いですよっていうような話で動画を作ったこともあるので、多分その時の話としてはこの放射能と放射線の話、多分ごっちゃになって解説しているんじゃないかなと思いますね、私も。よいしょ。なので、なるべく気をつけましょうというところで、正しい知識をもとに解説しないと、後で間違ってますよというところを、もう必要につつかれる可能性もありますよね。怖いことでございます。よいしょ。ポチポチポチ。大体のところは押さえたかな。のこさんの書き込みありますね。こちらご紹介しましょう。取り上げにくい話題ならスルーしていただいても構いません。YouTuber の妙仏さんの動画で、米国で中共が予想以上に急速に核の準備が進んでいると報道がされたそうですが、中共が追い詰められたら最終的には核かなと私は漠然と思っていました。その可能性が出てきたと認識しつつ、日本の親中派議員、それはありえないだろうと鼻で笑いそうですが、その親中派議員が日本から離れたら、事前に知らせがあったと解釈します。各国の代表選手、関係者が集まる東京オリンピックに標的していないか、取り越し苦労かもしれませんが心配しています。上川さんの中では最悪な結果を考えられたことがあるかと思いますが、今何をすべきことなのかお考えを教えていただきたいと思います。というわけで、のこさんの書き込みをご紹介しました。取り上げにくい話題ならスルーしていただいても構いませんとは書いてありましたが、別に特に、私のチャンネルではこういった話については問題ありません。特に核兵器の話っていうのは特に問題視はされません。YouTube の中で危険視される話っていうのはどちらかというと、なんていうかな、どこか特定の民族に対する、侮辱的な発言であるかとか、いわゆる差別発言みたいなものについては非常に敏感に取り上げられることがあるわけなんですけど、核兵器の問題っていうのはそういった意味では何かを差別するような話とは全く違って、純軍事的な話であったり、もしくは政治的な話であるので、この問題について特に問題は全くないと思います。さて、それはそれとしてですね、中国でこの予想以上に急速に核の準備が進んでいますよという話はおそらくですね、アメリカ側の報道で、現在中国においては核兵器の配備計画っていうのは順調に進んでいて、
これがですね、整備が進んでいるぞというニュースが流れております。で、これはどういうことかっていうと、現在の核兵器はどうやって使うべきかっていうところは、いろいろ試行錯誤されていて、アメリカの場合であれば、超絶な兵器としての核兵器ではなくて、むしろ使いやすい兵器としての核兵器開発が行われています。これはどういったことかっていうと、例えば日本で使われた核兵器っていうのは都市を破壊することを目的として広島や長崎に落とされたわけなんですけれども、現在の核兵器の思想っていうのは、そうした都市破壊型の核兵器っていうのは、非常に使いづらいものなので、今はどちらかというと、ピンポイントで一戦場である程度被害を縮小する形での、使いやすい核兵器っていうのが模索されているわけです。で、一方においてですね、こうした核兵器っていうのはどこかに事前に用意しておかないといけないんですけれども、使う前に破壊されてもいけないわけです。で、中国側が進めている核兵器の配備計画っていうのは一体何かっていうと、アメリカの方で言えば、地下施設を破壊するような爆弾、そういったものに耐えうる場所で、核兵器を貯蔵することが一つ目的になっています。それこそ、湾岸戦争の時なんかだと、地下施設に逃げ込んだイラクの、重要施設なんかを潰すため、バンカーバスターって言われる地下施設破壊爆弾なんかが使われたわけなんですけれども、そういったものに耐えうるような施設に、核兵器を用意しておかないと、使う前にアメリカにぶつぶされてしまうっていう、そういった意味で中国っていうのは改めて配備計画を進めているわけでございます。何しろ基本的に自分たちが先発して撃つにしても、後から撃つにしても、どちらの状況にも対応できるようにしておかないと、核兵器は張り込んの通りに至ってしまうということですね。なので、この件については特に避けて議論する必要はないかなと思います。で、昔からこの中国やロシアの核兵器が、日本の照準に入っているのは間違いないわけなので、使おうと思えば別にいつでも使えるわけです。別に戦争が起こっている時に使うものだけではなく、戦争が起こってない時に、使って、そして使った後になってから別にこういったものを戦争の理由として後からこぎつけてっていう形でも十分起こり得るので、日本人としては戦争が起こったよっていう後になってから使われるものっていうふうに考えるわけなんですけれども、現実問題においては宣戦布告も何もなく、ある日突然核が降り注いで、主要都市、主要施設が全部吹っ飛んだ後で宣戦布告される可能性も十分あり得ると。ただし現在の国際情勢上において、そんなことをする必要というか、理由がない状態なので、今のところあんまり気にする必要はないと思うんですけれども、人によってはそのことが気になって仕方なくて、自宅に、核に頼るような何か地下施設を建造するぞって、息巻いている人なんかもおられます。現実問題、核兵器による、飽和攻撃が行われた時には、日本は残念ながらちょっと生き残る道はないなっていうのが現実でございます。よいしょと。よいしょ。なんていういいのかわからない。風大左衛門さんですかね。スーパーチャットありがとうございます。さっきお茶代上がってたからお菓子代いるよね。ありがとうございます。もちろんですよ。もうお茶代だったらもういくらでも、お菓子代だったらいくらでもっていう感じでございますので、もう私は甘やかされるだけもう甘えますので、ぜひともスーパーチャットはお待ちしております。核の兵器の話で戻りますと、基本的には日本だとこういった核兵器に対する対処っていうのは残念ながら不十分ですね。特にミサイルが飛んできた時にこれを撃ち落とそうっていうパトリオットシステムについてはこれからも技術開発は行っていくわけなんですけど、じゃあそれを超えるような数ガンガン撃ってこられたらどうしようっていうことについては残念ながら日本は対処ができません。例えばですね、核兵器っていうのは別に地上に落としてボカーンってやらなくてもですね、ものすごく上空でもうボカーンって吹っ飛ばして、それによって伴う、地上への影響、例えば EMP 爆弾として活用するっていう方向があるんですよね。これだと直接的な熱核兵器としてではなくて、そのありとあらゆる電子機器を破壊するっていう意味でもその国の経済を崩壊させるっていう効果があるので、
まあ、これも非常に恐ろしいもので、まあ、これに対する対処だけでもやっぱりしなきゃいけないんじゃないかなと思っております。風大左衛門さんですね。ありがとうございます。ただ次の時までちゃんと覚えてるかどうかはわからないですけど、EMP 攻撃っていうのは非常にこの経済を破壊するっていう意味では強力なもので、都市を破壊する物質的な破壊よりもむしろこの EMP 攻撃の方が現代では、打撃は大きいというふうに考えられていますね。で、私自身はじゃあこの話をしたときに、まあ核抑止力を得るために日本も核兵器を武装すべきだっていう話は出てくるわけなんですけど、私はどっちかっていうと、通常兵器を発展させた方がいいと考えている方で、なんで通常兵器を発展させる方がいいかっていうと、核兵器を使う段階っていうのは、その前の段階が必ずあるものなんですよね。まあ、例えば一番手前にあるものとしては情報工作戦であるとか、インターネットのような電脳空間における戦いとかがあった上でさ、血の流れるような戦火が発生します。まあ、陸上、まあ、陸海空と宇宙っていうこの4つの戦場における戦闘がその次にやってきて、その後に基本的には核兵器を使った戦いっていうのがあるので、まあ、前の段階から抑えていくことが、まあ非常に重要かなというふうに思っています。で、そのことを言うと、まあ、いつものような話なんですけど、まあ、そもそも諜報機関を作りましょうねとか、対スパイ法を作りましょうね、そういった血の流れないところからの抑止力っていうのをしっかりと持ちましょうと。で、その後ろにある通常戦力をさあ、整備しましょうねっていう話をすれば、まあ基本的にこの核兵器のとこまではいかないようになるんじゃないかなっていうのがまあ基本的な考え方です。で、日本の場合だと、日米同盟がある間は基本的にはアメリカの核の傘の下にあるので、日本自身が別に核兵器を持つ必要はないっていうふうに私は考えてますね。まあ、日米同盟が完全に崩壊して、日本がどこの国とも同盟状態じゃないよっていう時になったら、その時は改めて核兵器について考えなければならないというわけで。なので少なくともこの日米軍事同盟がある間は日本の核武装っていうのは、まあ基本的に考えないでいいんじゃないかなと。まあそれよりは、血の流れない戦場における戦いとして、まあ情報組織、そして血の流れる戦力としての通常兵器、まあ、例えば艦艇であるとか、戦闘機であるとか、そういったもの、そしてあとは無人兵器、こういったものについての開発を、まあ、考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。三月今さん、H3 ロケット、あれは ICBM っていうことなんですけど、ICBM に転用することが可能なロケット技術っていうだけで、あれ自身をじゃあ、ICBM にしようとは今のところはしてないですよね。基本的にロケットの打ち上げる技術っていうのを持っていれば、まあ基本的に軍事転用することができますよっていうことの証明でもあるので、まあああいったものについては基本的になかなかお金が儲かるものじゃないんですけど、自分の国で持っているっていうことが、まあ非常に重要ですね。MT さん、私は核武装の研究は密かにしておいてほしい。そう思ってます。危険思想っていうことなんですけど。これはあくまでもですね、研究すること自体は別に問題ないと思ってますね。まあ少なくともいざとなったらいつでも作れるぞぐらいの準備はしてますよと言ったとしても、別に実際にするわけでは全くありませんという、まあそこに注釈を加えておけば、まあアメリカ側との話し合いは事前にする必要はありますけど、少なくともまあ研究等はしておいていいでしょう。早川さん、ICBM 用は固体燃料でないといけない。これはまあいつでも打ち出せるように、液体燃料だととんでもじゃないけど、いちいち準備して、今から使うぞなんていう、そんな悠長な時間はないですからね。まあそれこそ、先ほども述べたように、地下施設破壊用の爆弾なんかも、まあ現代では普通にある状態なので、H3 ロケットみたいに丸裸の状態でやってきて、よし燃料注入だなんてことはまあできないので。まあただ、ロケット自体を作る技術があれば、固体燃料ロケットっていうのもまあ転用が可能なので。で、あとはまあ物を乗せる技術というのはまああるので、まあそういったところも重要ですよね。
ミルクティーさん、日本はミノフスキー粒子の研究を密かにしている。いや、研究だけはしてますよね。何しろミノフスキー粒子があれば、基本的に光学機器が使えなくなるので、それこそ長距離弾道みたいなものについては、ほぼほぼよくわかんない、外れますよっていうことができますからね。よいしょ。問題なのはむしろ中国よりも北朝鮮の方かなというふうに思いますよね。核兵器による突然の攻撃という意味では。あの国の場合だと、なんていうかな、自滅的に使う可能性があるんですよね。よいしょ。その場合だと、例えば、ただこのシナリオはないかなと思うんですけど、もしも私が北朝鮮に生まれていたら的な話で言うと、北朝鮮は今核兵器による武装が進んでるわけじゃないですか。そういった意味で、追い詰められてこのままだと何かやばいぞっていう状況がもしも発生したとしたら、破れかぶれで使う可能性はあるなというふうには思いますよね。ただし現在の北朝鮮の情勢っていうのは、国民がいくら飢え苦しんでいても全く問題ありませんよっていう状態なので、なかなかその追い詰められているようで追い詰められていないんですよね。結局トップの人たちだけにある程度豊かな状況で民がいくら苦しんでも問題ないっていう世界になってしまっているので、これはなかなか倒れないですよね。よいしょ。恐ろしいことではございますが、住んでいる人たちにとってはあんな恐ろしい国はないわけですけど、じゃあ今の体制がすぐ倒れるかって言われると倒れる気配は基本的にないんですよね。軍の方もなんだかんだ言って今の北朝鮮の体制の中で育っているので、反乱軍が起きる可能性もほぼほぼないような状況ですからね。もうなんだったら自分たちもその甘い汁を吸いたいわっていう感じで、軍の上層部は思っていますし、で、軍の上層部の中で少しでも力を持つ人があったら、すぐに排斥されてしまうということで、なかなかそういった意味では、北朝鮮の体制が変わる気配は今のところないのでございます。怖いですね。よいしょ。さて、それでは、こちらの用意したニュースも一応さらっとあるので、今16時51分なので17時ぐらいまで残り9分で少しだけご紹介しましょうかね。韓国の経済として全体として破綻するのはなかなか難しいんじゃないかなっていうお話をしたので、これを聞いて、なんだ上川さんそんな風にして韓国を擁護するのかとか思ってるような人もいるかもしれませんが、そうじゃないですよと。もう韓国には恐ろしい話いっぱいありますよということだけはちょっとお伝えしておかないとなと思うんですけど。これ非常に気をつけなければいけないんですけど、今から仮想通貨の話をします。で、この仮想通貨はですね、韓国独自で発行しているものっていうのが結構あります。で、これの名称としてどんな風に呼ばれているかっていうと、キムチコインという風に呼ばれています。キムチコインっていう言葉を口にするときに私はすごくゾワッとするのは、誰かが通報したら差別用語だって言われるかもしれないっていうちょっと驚きというか不安があるんですけど、これ本当にキムチコインと呼ばれています。韓国発行のものはキムチコインです。これ別になんというか、全く普通に言っていいはずなのにドキドキするっていうちょっと怖いところなんですけれども。で、このキムチコインの恐ろしいところは何かっていうと、はっきり言って、もう超やばい超やばい仮想通貨。仮想通貨っていうだけでも結構なリスクはあるんですよ。基本的には、主催者というか、みんなで支え合っているものなので、少しでも誰かが、もうみんなが、やめようってなったら、あっという間にゴミくずというか、もう電子くずになる世界なので、で、その中においてもですね、自分たちも後から、この、仮想通貨を出して、これはみんなに広まればもうみんな金持ちになれるぞみたいな感じで共同幻想を抱いてですね、このキムチコイン、韓国発行の仮想通貨がバンバン出てきたんですよ。で、韓国の人たち、先ほども述べたように財閥がものすごく強くって、他の人たちは結構苦しい生活を強いられています。若者たちは財閥に入れなければもう人として扱いを受けないみたいなぐらいで、ものすごい鬱積したストレスを抱えるんですけれども、こういった人たちがですね、
ビットコインのようにもしかしたら凄まじい暴騰するものが出てくるかもしれませんよ。ということで、この韓国発行の様々なキムチコイン、本当にたくさんの種類があって、それらがみんなと言わないまでも、大学卒業後本当になんていうか就職先に苦しんでようやく就職したんだけど、まあほぼほぼこの会社に勤めてたら自分の人生もう終わったなぐらいに思う人たちが、まあ借金してでもこういったキムチコインに手を出して、そのキムチコインが暴騰すれば私もこの貧乏な生活から脱出できるみたいなコリアンドリームを描くわけです。まあ、ところがですね、このキムチコインっていうのはそのほとんどがですね、なんか適当に作られたものだっていうこともあって、今はこの流通をやめようっていう方向に動いてきてます。で、やめようってなった時に何が起こるかっていうと、ある日突然、このキムチコインの通貨取引を、うちの取引所ではもう取り扱いやめますみたいな形で、ズバッとやめるんですね。前日まで普通に取引してたのに、翌日からはもう、パッてもう消えちゃったもんだから、それによって大損害を被るっていう人たちがたくさん出てるんですよね。で、日本との関係で言うとですね、非常に残念なことなんですけれども、このキムチコインに夢を見るのが、韓国の人だけではなく日本人でも出てるっていうことです。というわけでですね、このニュース、まあ中央日報韓国のやつなんですけれども、日本人約100人仮想通貨の投資金を返金しない韓国業者を告訴ということなんですけれども、結局のところ先ほども述べたように、韓国国内で発行されているこのキムチコイン様々なあるものなんですけれど、そのほとんどがまともなものじゃないので、通貨取引としてある日突然やめましたとなったら、もうお金は返ってきません。もう合ってないようなもんですから、もともと。だから本来であれば、超危険なものですよっていうものなのにもかかわらず、ビットコインっていうものがものすごく値上がりしているのを見て、何かまだ暴騰していないものを探そう。よし、キムチコインの中からこれ儲かるかもしれないっつってガンガンお金をつぎ込んじゃうっていうね。で、それで日本人が損してしまうっていうのはね、これ残念な話ですよね。いや、これに引っかかっちゃダメでしょうって思うわけですけれども。まあ、それこそ韓国ものでなんか無条件で受け入れる人たちとかいるじゃないですか。今48バートモスさんが BTS のファンとかが騙されたのかなってありますけど、結局韓国のものだったら何でもいいと思うような人たちも若干名いるんですよね。本当に。まあただし、この話、元の話から突き詰めていくと、そもそも仮想通貨っていうのは非常に危険なものですよっていうのは誰もが言っている話なので、今更これで損しても残念ながらそれあなたが悪いですよとしか言いようがないところなんですよね。うん。ただしですね、これを見ている方は、まあ絶対にキムチコインには手を出さないようにしましょう。はい。まあ怖い話ですよね。で、あとインターネット上で昨日大きな話題になっていたのが教員免許更新制廃止へということですね。まあこちらはですね、まあ以前の自民党政権でこういった更新制度っていうのが取り入れられたわけなんですけれども、この免許の更新制っていくと自動車の運転免許証の更新制みたいなものを思い浮かべるわけなんですけど、じゃあこの教師の人が本当に教師としての適格性があるかなっていうのを見るためかっていうと、実質的には全くそんなものにはなっていないということで、この制度そのものが結局研修制度みたいなもので、受ければいいよ、そして受けるにも、でも現場の教師としてお金も時間も負担もあるよということで、まあ、特に意味のあるものとして機能していなかったということで、この廃止っていうのが決まりましたよっていうのがまあ流れると、もうインターネット上 SNS、私教師ですっていうような人は特にですね、こんなものやめて当然だったらようやくかよみたいな喜びの声がものすごいあちこちで上がっておりました。で、これと話とは別として、例えば、本来であればこの人を教師としてふさわしくないよねっていう人に対してどうやって取り扱いするか、そして教員免許を停止するかっていうのは別の制度でやりましょうねっていうところさえ私はやってくれれば問題ないと思っていて、
役に立たない、そして現場の負担があるだけであれば、現在の免許制を廃止するのは私は問題ないと思います。よいしょ。ポチッとな。あと、異常な人口減少で韓国は署名するっていうような記事なんかもニューズウィークになっておりました。このあたりですね、先ほども述べたように韓国経済っていうのは財閥企業に極端に偏っている関係で、多くの人たちが、暮らしとしては生活は豊かではなく、もう救急としたもう締め付けられている世界なので、子供なんかとてもっていうことで、もう日本をはるかに超えた絶滅ペースでの、出生率になっておりますっていう記事なんかが出ております。これはもう毎年のように悪化している状況なので、おそらく継続的に見ていくと本当に、韓国経済とかそういう話ではなく、韓国という国家、民族そのものが、非常に絶滅危惧種になるだろうなという状況ですね。あと一つ、中国の話題もあるんですけども、今日新疆ウイグルの話を全くしなかったわけなんですけれども、新疆ウイグルで非常に有名なものがあって、それが新疆綿と呼ばれるものです。で、この綿を使っているっていうのが、例えばユニクロだったり、無印良品だったり、ナイキだったり、様々なところが、医療品に使っているわけなんですけども。で、良品計画それに関して、うちの関わっている企業では、強制労働っていうのは見つからなかったよっていう話をしたら、それがですね、中国側としてはこれを利用してですね、もう新疆では、強制労働なんてあるって欧米では言ってるけど、無印良品はないって言ってるじゃないかっていうふうにして、利用されてしまったというお話でございます。で、この話のポイントとしては、強制労働問題があるっていうのはもう様々なところが言われているんですけれども、じゃあ、新疆ウイグル自治区全体でありとあらゆる企業で強制労働が行われているかといえば当然のようにそんなことはないわけです。あくまでも中国共産党の息のかかったところで局所的に行われているので、全く関わっていない企業っていうのも当然あるわけです。で、無印良品としては外部監査を入れて自分の関わっている企業についてはこれが確認できなかったって言っているだけで、何も無印良品として新疆ウイグルでは一切強制労働ありませんよって言っているわけではないんですよ。ここを間違えてしまうと、ダメなんですけれども、結局のところそういったものに関しては中国共産党がうまい具合にして自分に都合のいい風にしてこの無印良品の発表をかいつまんで海外向けに発信してしまっている。結局のところですね、こういったリスクを避けるためには、たとえこの自分たちの関わっている企業で強制労働が見つかっていなかったとしても、このリスクを下げるために私はもう他の産地にちょっと場所変えた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。特に別に新疆の綿に特に思い入れはないし、何かブランド価値があるとはちょっと思えないですけどね。ただ医療品の人たちにとってみればこの新疆の綿っていうのはいいものとして評価されているそうでございます。ポチッとな。あとは、ニュースとして用意したものとしては、培養チキンっていう。以前私の動画の中で話をしたんですけども、今は生き物を殺して、お肉を作ってそれをみんなが食べているよっていう世界なんですけれども、未来においては生き物を殺さずに、肉は肉として作ってそれをみんなが食べる世界っていうのが、実現するかもねっていう方向に向かっています。例えばですね、そのために今培養肉っていうものの研究がされているわけなんですけど、まだまだお値段が高いのが現実です。なので、お肉培養するのも大変だから、大豆から作ったちょっと肉もどきっていうのが出てきているわけで、そちらの方だったら値段的にも、なんとか手が届くかなというところなんですけれども、今ですね、工業生産するお肉、こちらの培養肉の技術っていうのも進んできているようで、どうも、もっと自分の思うより早くこの培養肉の世界が広がるかもしれません。よいしょ。なので、今私たちは普通にお肉を食べているわけなんですけれども、もしかしたら生き物を殺して作ったお肉と、そういった工場生産の肉を肉として作りましたよっていうものが、いずれは同じぐらいの値段か、もしくは培養肉の方が安くなる世界も来るかもしれません。
まあそうなったら多分、かなり考え方がガラッとみんな変わる可能性あるんですよね。よいしょ。まあそのうち肉用牛っていうのが絶滅危惧種になって、まあ動物園で置かれるようになるのかもしれないですね。ちなみにですね、アメリカ、中国14社を輸出規制して、ウイグル弾圧に加担ということで、まあ先ほども述べたように、まあ新疆ウイグルにで様々な企業があるわけなんですが、全部が全部関わっているかと言われるとそういうわけでもないので、分かってる、もしくは疑い強いぞっていう企業に対しての規制が入っております。アメリカのバイデン政権になったらこういった規制を全然かけないかもしれないっていうのが、まあ初期の頃には不安があったわけなんですけど、今のところ、まあ淡々と規制を強化しているっていう感じなので、まあこのあたりについては、まあ評価はできるんじゃないかなと思いますね。まあただし中国経済を破壊するほどのレベルではなく、あくまでもこのウイグル弾圧に加担している企業っていうところに、まあ限定しているので、なかなか中国経済を脅かすことはできていないのも現実です。よいしょ。それではですね、先週のこの土日の話題として、まあ、熱海における土石流災害の話を私をしたんですけれども、その後の政治的な動きとして、今のようにもう何でもかんでもどこでもやっていいよみたいな、まあ、野放図なものについては、今後規制していきましょうという方向性が、出てきました。まあこれはですね、ゾーニングといって、この地域はやっていいよとか、この地域はダメですよっていう、そういった地域指定を行うことによって、もう今までみたいなもうどこでも作れるわみたいな感じはできなくなるようになるということですね。やっとなのかっていうような、まあ第一感想なんですけれども、まあ少なくともですね、これ、考えとしてはもっと前からもっと導入すべきだったのにっていうふうには思いますけれど、まあ今から言ってもちょっと遅いのかもしれませんが、少なくとも今後は少しずつ良くなる予定ですね。まああくまでも予定なので、この後ですね、もしかしたら野党の方から反対意見が出るかもしれません。もうこんなもん規制した方が当たり前だと思うんですけどね。ただ、野党側がどんなへりくつで政府批判を展開するかっていうのはね、ちょっと気にかかるところでございます。ちっとな。そしてラムザイヤー教授の話っていうのも以前動画にしたんですけど、その後どうなっているのかなっていう、まあ関連ニュースなかなか出てきておりません。で、日本の学術会議っていうところがあるんですけれども、このラムザイヤー教授の示した話、これに対するどんな意向を持っているか全然意見表明が出ていないので、少しは日本の学術会議がどう考えているかも意見出せやっていうのがちょっとつっつかれていますっていう、まあそんなニュースなんかも流れています。多分これに関しては日本学術会議は何も言わずにもうだんまり決め込むんじゃないかなってね。まあこのあたりはっきりと言ってほしいのになぁと思うんですけど、日本の学術会議っていうのはそういった意味ではまともに機能しているのかっていうのは疑わしいところでございます。ちょっとこれはもう先週の話したかな。よいしょ。ポチッと。まあ、といったわけで今日のお話はこのぐらいにしましょうかね。日曜の午後3時からの、そして2時間ぐらいのお話でしたが、まあ、ある程度このコミュニティの話題で進めてまいりました。で、様々なニュースっていうのが本当に流れていて、もう日々いろんな新しい情報が出てこれどうなってるんだろうっていうのをまあ考えるわけなんですけれども、私だけの考えだとどうしても偏りっていうのは存在してしまいます。なので、私の気のつかないところ、もしくは、こういったニュースもあるよっていうのを提示してもらえると私自身もいろんな多角的な面で考えることができるので、こういった生放送というのは、まあ私自身も楽しんでやっているところでございます。ルニハニさんも、もう2時間ということなんですけど、そう、もう2時間なんです。あっという間の2時間でございます。四川道寺さん、MT さん、うちの近所でも、IWC 脱退の後に宗教に言ってましたが、今はありませんということで。まあいろんな形で、皆さんのチャットの中でも横のつながりとして会話をしてもらっても全然いいですので、まあ特に常連になっている方同士だとなんとなく話も通じる方たくさんおられると思いますからね。大福女子さん、上川さんありがとうございました。本当に早いということですけど、まあ2時間があっという間っていう風に感じられたら、私は放送としては全然あり、まあ OK、成功みたいな感じに思っております。というわけで、次回は
ね、土曜日の夜かもしくは日曜日のこの同じ昼下がりの時間か。まあどっちかになるかと思います。まあこの土曜日の夜っていうのは本当にするかしないかはまあかなりなんていうかその時次第っていう感じで、なるべくだったらこの日曜の昼下がりの時間っていうのをある程度時間固定していければな。そして恒例のこの時間っていうふうにまあ認識してもらえればいいかなと思っております。としくんお疲れ様でした。ささおわ。ささおわってなんだろう。はい。チャロス JP さん、今日はうまい棒何本出たでしょう？何本なんでしょうね。というわけで、本日は皆さんありがとうございました。次回は平日、まあ動画投稿という形で皆さんとお会いできるかと思っております。まあこんな動画作ってほしいなっていう要望があったら、まあ、私のツイッターの方に投げかけてもらえたら、ちょっと心に引っかかるものがあれば、優先して作るかもしれません。というわけで、本日はありがとうございました。2021年7月11日、上川が行くわかるニュース解説、そして、まあ、ほぼほぼ生放送ではチャット会となっております。楽しんでいただければ、これ幸いでございます。トライジンさん、最後にスーパーチャットありがとうございます。来週もお願いいたします。はい。ぜひともまたお越しください。それでは次回またお目にかかりましょう。またね。